台場。こんばんはです。はい、こんばんは。玉野ジアです。昨日、公式のライブ配信がありまして、そちらで Xbox 版のヘルダイバー2が発表されるということでした。おめでとうございます。というわけで、海牛さん、ネロシムさん、こんばんは。8月26日だったかなに、ヘルダイバー2 Xbox 版と、スーパー市民エディションのちょっと仕様が変わって、今までだと鋼の古豪を入手できてたやつが、自分で好きなウォーボンドを選べるようになるという話ですよね。あと、個人的には、昨日の配信でなんか、いろいろね、調整とか変更とか入るのかなと思って、ちょっと期待してたんですが、始まって5分ぐらいかなで終わっちゃいましたよね、配信で。最初 Xbox の版が出ますっていう映像が流れて、その後に次何が来るってちょっと楽しみにしてたら、見てくれてありがとうで配信終わっちゃいましたもんね。新情報、そうですよね。Xbox の他にも、出るのかなと思って期待してたんですよ、私も。ディスコードから、ライブ配信30分前ですみたいな通知が来てたんで、ちょっと待機して、何が来るかなって思ってたんですけどね。Xbox One が出ます。以上で終わっちゃいましたね。ランタンさん、こんばんは。そう、それだけだったら別に配信でね、お知らせする必要ないなとも思ったんですけどね。多分多くの人は思ったんじゃないですか。終わりみたいな。ただ、Xbox で日本だとあんまりユーザーがいないようなイメージなんですけど、海外だとプレイステーションとかより人気があるんですかね。なので、その Xbox 版を出すことによって、エルダイバー人口が、増えるかもしれないですよね。どれぐらいいるかわかりませんが。あと、昨日、その配信が終わった後、全体命令が更新されたんですけど、今回ターミニットで、ガルハレンとガトリアを解放して、さらにコモンサンプルを1、10、100、1000万、10万、100万、1000万、5000万個持って離脱になってます。ガルハレンはもう 70% なので解放終わりそうですね。で、その後、ガトリア解放で、コモンサンプルももう 38% まで溜まってるので、全体命令終了まで4日と2時間ありますけど、これ、2日ぐらい残して終わるかもしれないですよね。もしかすると。Xbox の方がプレイステーションより安いんでしたっけ？カードが。私もその海外のだとユーザーが多いっていう風になんかどっかで聞いてたんですけど、ただね、その Xbox じゃなくても PC 版でも別にできてたわけなので、そう何割、そうですよね、その PC 版持ってないけど Xbox だけありますっていう人も一定数いるかもしれないですよね。おそらく日本だと少ないと思うんですけど、海外だと意外といるのかもしれないですよね。そうなると、確か8月26日だったと思うんですけど、ここで発売したらヘルダイバーの人口が急激に増えたりするかもしれないですね。いきなり10万人超えたりとかね。ちょっと日本人の感覚では判断できないというかね、海外の人は大喜びだったのかもしれないですよね。Xbox は何なんでしょうね。なんか独自の強みというか、なんかあるんですかね。アリスさんこんばんは。
あ、そうですね。スイッチ2でヘルダイバー2出しますとかっていう発表だったら、日本人の人口も増えたと思います。それはそうですね。スイッチ2ね。でも今後、その Xbox でも出すっていうことは、他のハードも可能性はありそうですよね。スイッチ2のそのスペックとか私はよくわかんないですけど、友軍デストロイヤーが問題なくいけるかな。どうする？ガルハレンだっけ？森なので、たまに120ミリ榴弾弾幕で持っていくか。あとは、無反動もこの人持っていくなら私、レーザーキャノン持っていくかな。友軍デストロイヤーが戦隊にで、参加。メイン武器は今日はリベレーターでいきますか。スターフィールドがプレイできる唯一のリベレーターとテルミットも使う、アーチンも使う迷い中。せっかくなのでアーチンでも使ってみるか。スターフィールドっていうゲームがあるのが Xbox ね。あと、その、ヘイローとかっていうのも、その Xbox、あと PC でもできるのかな？とか。スターフィールドって名前は聞いたことあるけど、パッとどういうやつかは出てこないですね。まあ、独自の、まあ、プレイステーションでもありますけどね、その専用タイトルみたいな。そういうのが Xbox にもあるわけですもんね。8月26の前になんかしらのね、新情報とか要素が追加されると嬉しいんですが、ハブ武器のカスタマイズ来ないですかね。あとは新敵の情報など、新戦略支援もあると嬉しい。あれこれ通常の無視戦だったかな？プレデターじゃないよな。昨日はワクワクして待ってたんですが、ちょっと期待しすぎたところがありましたね。最初配信しながら見ようかなと思ったんですが、すぐ終わっちゃったしね。データアップロード私行きますか。じゃあ目標はその近くだ。ただアローヘッド、その8月になるとなんか休み、正月の休み取るかもしれないっていう話もあるので、その前にね、新しい要素とか武器とかなんか出るんじゃないですかね。モンサンプルを集めていきましょう。そうか。あと今後なんか追加されそうなものなんでしょうね。まあウォーボンドは多分その休み前に1回来るとして、あとは話に出てるのは武器カスタマイズ、サブ武器のカスタマイズとかですよね。データアップロード完了。新しい敵出るとしたらなんか虫のような気もしてきたな。インペラーの触手に帰ってもらいましょう。起動レーザーが出た。インペラー一体に起動レーザー使い出した。なかなか豪華ですね。一体だけだね、多分。味方起動レーザーで焼かれてるんですが、レーザーキャノン持つときはこの地雷破壊しておきましょう。お、起動レーザーが巣穴まで破壊してくれそう。あー、120ミリはと思ったけど投げるか。いや、やめとこう。味方が突撃してきた。あ、あれか、イーグルストームか。そういえば ESS があるんでしたね。あとコモンサンプルを集めなくてはいけない。
全体命令のために集めましょう。味方も集めてる。お、シュリーカーノス発見です。目標はここ東100メートル。ただ Xbox 版が出るっていうことは、その噂のヘイローコラボもなんかちょっとありえそうな感じがしてきましたよね。こんばんは。この気の多いマップだと何でもできるエスカレー移住走者はそっちに投げたい。こんばんは。イーグルを呼ぶ。A さんこんばんは。そうですね、木が多いところ、このマップだとなんか使いづらい戦略支援とかね結構ありますもんね。エスカレーターは確かに一定の働きしてくれますよね。ただそのマルチとねソロでやった時のダメージが違うっていうのをもういつ調整されるんでしょうかね。おそらく次回のパッチあたりで来てくれると思うんですが、この辺は統一してもらいたいな。やっぱとレールガンとかもね、収しやすいですし、なかなかタイタン2発と3発で話が変わってくるので。そうですね、ここそんなに広くないというかね、木が固まりやすいっていうのは確かにありますよね。エスカレーターはちょっとリロードが気になるけど、この他は非常に優秀ですよね。機動攻撃を準備しな。あれこれ、あれか、優先度の低い場所か。あ、そうだね。多分そうだ。レーザーキャノンで炙ります。なんか後ろから来て、出ました。イーグルストームの機銃走者です。こいつをかわすことはできません。これひどいよな、本当に。今となっては確かにクローダーついてない解放の時間だ。そうですね。うわーっと、これ増援そっちで読んでいいのか。応援来てくれ。増援来てくれ、頼んだ。そう、デエスカレーターにその前段撃った時だけね、リロード早くなるやつ、クイックローダーがあればね、かなり使いやすくなりますよ。セネターみたいな感じでついてくれると嬉しいんですけど、セネターも最初はそのクイックローダーがなかったので、エスカレーターも調整入ったりっていう可能性もあります。マップにマーク北100メートル。最初持った時なんかちょっと微妙な感じかなっていう感想だったけど、やっぱマルチプレイとかだと軽く出るんでね、使いやすいですよね。あとは発電機を起動。新しい戦略支援武器も欲しいな。次のウォーボンでは空爆とね、また新たな戦略支援武器が出ていただきたい。場所はここだ。北西300メートル。データアップロードして超大規模いって終わりかな。ちょっとまだタイタンとベヒーモス私目撃してないんですが、今回。レーザーキャノンで浴びたい。これ虫湧いてんの？ 120 ミリ榴弾弾幕投げときましょう。イーグルストーム大活躍。敵も味方も粉砕しますが、今回レアサンプルは全体命令に含まれてないですけどね、一応取ってきますか。ガス弾頭も投げてる。機動攻撃を要請する。パッケージ回収。高性能爆薬発見。パッケージを送った。お、これは小型戦術兵器じゃないか。交渉を
なんかここから敵がいっぱい出てくるからアーチに投げときましょう。パッケージ回収。多分敵が止まってくれるこれ。パッケージを置くぞ。あれあ、これ端末いじってないのか。端末を起動。増援を要求する。イーグルを呼んだぞ。パッケージ回収。パッケージを置くぞ。応援を呼んだかな。貴重なサンプルを見つけた。なんか敵の数というか湧くな。空爆を要請。止まらない敵が。思いついたか。これ自前の機銃走者です。イーグルストームではありません。バウンサーとハンターが多いですね。なかなかチーフ砲台が進められます。なんかパトロール来ちゃった。ここにいるのは分かっている。発電機が再起動しました。アプリマーク北西 200m。なかなか敵がいなくならない。危ない危ない危ない。移動レーザーまた出ました。収まったかやっと。うわー、機銃走者ああ、味方2人やられました。イーグルストームに。あれ間違ってヘルミットだけになった。イーグルストームはやはり敵か。アパーム発見。下手がライダー戦勝を進めてくれました。小型戦術兵器高性能爆2本。ミッション終了まで残り30分。イーグルネあとナパームかな。手で草白目あれなんかちょっとバグってるこれ。あー、バグっちゃった。あ、いけたいけた。イーグル姉さん調子いいですね、今回で。2キルはで絶好調です。チーフ砲台完了しました。で、あとはメインミッション進めて超大規模かな。やっぱりプレデター戦と違ってね、この森でもだいぶ楽になりますよね。お、ベヒーモス発見。アーチに刺さったか。アーチに外れちゃった。無反動飛んできた。意外と倒すのに時間がかかっちゃった。ヘルミットも飛んできました。まずい、インペラーだ。レーザーキャノンで炙って触手に帰ってもらいましょう。これは固定配置の敵か。機動攻撃を要請する。お、タイタンです。レーザーキャノンで炙っていきましょう。味方が無反動を打った。うわー、出ました、イーグルストーム。ダメージはないけど転ばされちゃいました。ようさんこんばんは。シンプルすぎるというか私もちょっとねかなり楽しみにしてたんですけど期待しすぎましたね。5分ぐらいで終わっちゃったしね。これだけかみたいな感想でした。またイーグルストームにやられたな。ただ海外の人は喜んでんのかな、やっぱり Xbox ユーザー。どれぐらいいるか分かりませんがね。エルダイバーの人口増えると思うんだよな。ただ価格は一緒なんだけど、スーパー市民エディションの値段がなんか8000円ぐらいだったかな、なんか変更になってた気がしたんですよね。
より高額なお布施ができるようになりました。そのウオーボンドじゃないや、スーパー市民エディションに調整が入るからっていうのも考えての値段設定なんでしょう。あと私もスーパー市民エディション買った時ってもう鋼の古豪を持ってたんですけど、そういう人はウオーボンド無料で開放できるのかな。場所はここだ。西先に買っちゃった人はもうダメかな。スーパー市民ってどういうのになるんだ。スーパー市民エディションを買った時鋼の古豪を開放できてたんですけど、今度からはその好きなウォーボンドを選べるようになるっていうことなんじゃないですかね、あれは。おそらくそういうことだと思うんですが。いやーまずい、溺れる。でその鋼の古豪をすでに買ってた人はどうなるかね、ちょっと気になるんですけど、銀河の解放にまた一歩近づいた。準備でき次第離脱しろ。今までだとその買ってた人はなんか申請すると1000スーパークレジットが返金されてたっていう話ですけど、私それもしてないので、そういう人8月の26になったらウォーボンド開放できないかなとちょっと思ってた。26だっけ ?23 だったかな、なんか26だった気がする。お、120ミリ榴弾弾幕でタイタンの巣が壊れたかな。これはアパーメアストライク。アパームが出ちゃったら敵がじゃないや、炎で燃えて近づけませんが。スネークさんこんばんは。開けるウォーボンドが開けるウォーボンドがない。そうですよね、確かに私も開けるウォーボンドがないので、新しいやつでなんか出てくれると嬉しいんですけど、なんかちらっと見た情報だといろいろ準備はしてるというかね、なんか計画何個か先までも計画はあるらしいんですよ。もしかするともうできてるかもしれないし、ね、タイミング見て出すだけみたいな。やっぱこれハンターの飛びがかりはレーザーキャノンで止められないな。焼き切る前にダメージ食らっちゃうので焼き切れません。巣穴1個かな。応援を頼む。卵見つけちゃった。パッケージを置く。巣穴にガス弾頭2人。これで壊れたかな。もう1個あるか。筐体基盤の巣全滅。あとは帰るだけです。怖っ。今回のスーパー市民のウォーボンド変更はクレジット返還求める人が多かったんですかね。いやー、クレジット返還というよりはやっぱその XBOX 版を出すっていうのもあって調整が入ったんじゃないですかね。ウォーボンドいっぱい、もう今何個あるんだっけ、10何個かあると思うので、これから始める人、鋼の古豪じゃなくて好きなやつ選べた方が嬉しいですしね。そういう関係で調整入ったんじゃないですかね。うわー、びっくりした。味方引かれたな。パッケージを置く。アーチンで止めました。今回初アーチンが活躍しております。まずい、卵が。パッケージを回収した。そのウォーボンドトークンについてもあれ最初
何の情報かなと思って、なんか新しい要素出たのかなと思ったんですけど、ただ内容がちょっと変更になったっていうだけでしたね。今日はどんな具合ですかね。先日の発表を記載する Xbox 版出ますっていうね。皆さんはあれですか、ライブ配信リアルタイムで見てました？私は見たんですけど、いろんな情報が出るのかと思って楽しみにしたんですがね。Xbox 出ますで終わっちゃいましたからね。ただ日本人とその海外の人ではその反応はだいぶ違う気はするんですけどね。最初にも言ったんですけど、Xbox のユーザーが海外の方が多いっていう話もあるので、個人的にはちょっと期待しすぎて肩透かしを食らったっていう感じでしたが、ね、パッケージを置く。自由の素晴らしさを思い知った。GeForce Now はなんかグラボのやつですよね、確か。NVIDIA のなんかアプリケーションだったかな、確か。私は AMD なので違いますが。あ、見ないと逆に反応しちゃいだ。なんかそんなこと書いてあった気がする。公式のポストした内容とかに。あ、海外勢もやっぱあれだけっていうコメントがいっぱい出てた。なんか海外のコメントをチラチラっと見たら結構 W とかって言ってあったんですけど、日本でいう笑いと同じ感じなんですかね。いやでもライブ配信であと30分で始めますみたいなね通知が出たらね、そりゃなんか情報いろいろ出るんだろうなって期待しますよね。Xbox 出しますだったら別にライブ配信で言わなくてもっていう気はしちゃいますよ。ヘルダイフォックスってノートパソコンでできるんですかね。まあ、できなくはないか、かなりスペックの高いやつ。ただかなり熱くなりそうですよね。私デスクトップですけど、やっぱ今の気温だとかなり PC が熱くなるんですよね。ヘルダイバーやってると。今もなんですが、かなり温まってきておりますね。今回イーグルストームに3回ぐらいやられたな。本当の敵はイーグルストームでした。水割りに調味料1滴だけ垂らしてるんじゃないよっていやーねー、なんかもっと違うものが出るかとね期待してウキウキでいたんですけどね。でもちょっと面白かったですね、逆に。これだけみたいなちょっと笑ってしまいました。帰りましょう。冷房の設定があればいいんですけど、私は扇風機で頑張ってるので、今30度超えちゃってるね。ちょっと冷風機なるものを使ってみたんですが、全く涼しくないし、なんか喉がイガイガするので使うのやめちゃいました。サイトにまとめられてから知る人多そう。ライブ配信での Xbox 発表。サイトにまとめられてから、まあ、そのライブ配信、何人だったかな、始まった時なんか3万人ぐらい見てたような気がしたんですけど、Xbox 版出ますっていう発表で終わったらもう、1万人ぐらい瞬時にいなくなった記憶が。で、もちろんね、知らない人もいるでしょうし、でも結構ニュース記事みたいのに出てきましたね。Google のやつに。
日本の Xbox ユーザーは多分プレイステーション版に比べたら少ないと思うんですけど、スーパーデストロイヤーのアップグレードに活用します。友軍デストロイヤーが船体を離脱。このポータブルエアコンか、窓につけるようなエアコンも一応あるんですけど、それ使ってみようかなと思って、明日あたり見つけようかなと。そしてあれでした。ちょっと動画を今日出したいなと思ったんですけど、結局いろいろやってて間に合わず、明日になりそうです。明日には出せるので、明日夕方にするかな。夕方か、どうしよう。まあもうちょっといじらないといけませんが、夕方には間違いなく出すと思うので、見ていただければと思います。最初おすすめ支援武器3戦みたいなのにしようと思ったんですけど、結局1個増やして4戦になりました。そのせいで時間がかかっちゃった。結局ライトニング放射とレールガンはカットですが、やっぱりイルミネート戦ではなかなかちょっと難しいですよね、あの武器使っていくには。なんか120ミリの使いどころがちょっとさっきいまいちだったな。イーグルストームもあるしな。対戦車兵器誰も持ってかない感じ、これ。誰もというか一人しかいませんが。何時まで夕方設定は6時設定かな。夕方6時かし。いや、どうだろう。個人的には夕方って6時までな感じですよね。7時になっちゃうと夜なので。まあ6時か、遅くても6時か7時に動画出すつもりです。もっと早ければ午後とか。ちょっと今日ライブ配信終わったらもうちょっとやることがある。そしたら出そうと思います。うわー、500キロ爆弾かこれ。500キロ爆弾っぽいな多分。500キロ爆弾が木に当たって爆発したか。援護するぞ。そうだね、500キロ爆弾だね。これだから森での500キロ爆弾は信用ならんですよね。120ミリ榴弾弾幕とか。いやーね、森での500よくないですよね。しかも私じゃなくて投げた本人もお亡くなりでありました。今のはひどかったですけど。森はね、草じゃなくて森が生えちゃいましたね。お、120ミリで拠点が壊れた。やっぱり使える戦略支援が、使える支援というか使える場所が限られるのでね、エアストライクとか500キロがね。なんで、機銃装車がな、イーグル系持っていくなら。ただ、巣穴破壊には向いてないのでね、120とか、この辺も持っていきたいですけど。機動攻撃要請。ガス弾頭を発射。この木のディフェンス能力高いっすよね、本当にね。どこで爆発するかいまいちわからん。上空で爆発したはずが、地上のヘルダイバー余裕で吹き飛ばしますからね。任務用戦略支援が使用可能。あれ使えない。うわ、意外といっぱいいる。アルコマはファンドで粉砕しよう。友軍がいなくなっちゃいました。友軍がいなくなったと思ったら新しい友軍が来たから。任務用装備を送ってくれ。端末を使う。
あと、そうなんですよ。折れた木が、下に落ちてくるんですけど、こういう時になんか、例えば、イラプターとかね、対戦車兵器とか撃とうものなら、自爆して死んじゃいますよね。端末を使う。お、最初から 100%。よくあるんだよな。火が降ってきて、撃ったら自爆っていう。友軍デストロイヤーが戦隊に参加。ヘルダイバーを展開。どっちかあと、そうだ、マップ化でしたね、今回ね。 300m。そういえば。コモンサンプルは回収しましょう。全体命令に貴重なサンプル確保。影響がありますので。巣穴あるな。パトロールだ。西。ガスランプを押した。ありました、やはり。巣穴の予感がしました、私。機動攻撃開始。離れていろ。補給はいいか、別に何も減ってないや。あれこれ 50% 上昇かな。120ミリ榴弾弾幕が来る速度が遅い。うわー、なんかいっぱいいる。こういう時アーチに投げて。イーグルを呼んだ。お、シックルかな。この音はシックル。お、ストーカーか。ストーカーですね。2人ならなんとかだ。燃料気化爆弾実装すれば衝撃波での攻撃だから森でも強いかも。なおヘルダイバーの燃料気化爆弾。衝撃で。燃料気化爆弾ってどういうやつですかね。森でも強い。もうなんか普通の弾が飛んでくるやつじゃないですかね。衝撃での攻撃。でも今までと違う感じのね、なんかそういう弾が飛んで爆発とかじゃない戦略シェーも面白そうですよね、出たらね。エネルギー系戦略支援。武器ではあるのでね、戦略支援でもなんか出たら面白そう。あれ巣穴潰れたの。何かあった。コアチャージャーの予感。コアチャージャーはどちら。これ通常のベヒーモスか。ああ、乗りました。ベヒーモスにコマンドを乗りましたね。味方がスコアを倒しました。あ、ここ優先度の低い場所か。うわ、タイタンです。コマンドをもう一個出してあるので適当に撃ちまくりましょう。あれベヒーモスに阻まれてコマンド取れないんですが。取れた。ただ味方が今なんかクエーサーで倒したな。位置をマークした。電気ガードドックか。そうだな。電気ガードドックもマルチプレードとダメージ違うっていう話ですけどね、いまいち私分かってないんですよね、その辺。こんなに強力になるんですかね。ざっくり説明すると燃料を気化させて雲状にしてから着火してその時の空気の膨張による衝撃波。ざっくり説明だと燃料を気化させて雲状にして着火。この空気の影響による衝撃波で攻撃。なんかすごい大爆発が起きそうな気がしますが、ただなんか面白そうですね、それ。なんかかなりの広範囲を飛ばしそうな気はする。ヘルボムをお願い。
やはりみんな新しい戦略支援を求めている。チーフ砲台発見。このチーフ砲台の弾もね、なんかバリエーションもっと増えたら嬉しいですよね。うん、やっぱり私は砲弾投げがうまくいかない。パッケージを置く。あ、間違ってリロードしちゃった。パッケージ回収。ダメか。パッケージを置く。無理しないで普通に運びましょパッケージ回収。う。わ、ちょっと今投げれそうだっパッケージを置く。た。あ、投げれました。パッケージ回収。もう一個か。こいつをあっちに投げてやりたいんですが、うまくいくかな。パッケージ回収。ダメか。パッケージを置く。ダメでした。パッケージ回収。一応投げられる時はあるんだけど、思ってる方向に投げれないんだよな。パッケージ回収。うまいですね、投げる。パッケージを置く。これで全部かな。第一目標が近くにある。つまりガスの弁を開けっぱなしにしてた部屋で火をつけた時に近い端末を使う。あー、ガス爆発的な感じの。空支援を頼む。部屋にガス充満してて、砲弾移動攻ライターつけたら爆発しちゃったみたいなね。指示した。だから確かに面白そうですよね。だからガス攻撃とかみたいな感じのね、煙出してでそいつに着火させた場合は大爆発を起こすみたいなね。そういうの面白そう。もっと強力な武器を頼む。砲弾リフティングがナーフされたってことは前よりやりづらくなったってことなんですかね。北西。これ前とその支援を頼む。感じ変わったのかな。私は前からあんまりうまくできなかったので普通に運んでました。問題は X からも民主主義が来ると宇宙は駆除しイーグルに備えろ。フィルモアさんこんばんは。大型だ。と XBOX からもエルダイバー参戦するっていう話なんですけど、からわきまえ開けるからどれぐらい増えるんでしょうね。海外ユーザーは多分ある程度いると思うんですけど、その XBOX ユーザーで日本はそんなにいないと思うので、8月26になったらどうなるかって感じですよね。もしかすると一気に増えるかもしれないし、あと8月26のタイミングでなんかね、他にもいろいろ調整入ったりすると嬉しいんですけどね。レベルなんであと今回の全体命令ってその新兵の訓練施設を新しく作り直すための全体命令でもあるんで、チュートリアルになんか変更が入るんじゃないかなと思ってるんだよな。今後もしかすると今までと全然違うチュートリアルになるかもしれない。また500キロ爆弾で味方が吹き飛んだぞ。爆発程度の生優しいものではなかったやはり森では危ないですね。パーツ状態から弁を開けるともっと、じゃあそれすごい大爆発を起こすっていうことなんですよね。僕らめちゃめちゃ強力な戦略支援になるかもしれないですよね、そんなのだったら。あれこれ端末使ってないかもしら。支援武器を要請する。電圧で雲ができるレベル。危ない。あれ倒れない？お尻じゃなくて足に当たってたか。タイタンの亡骸が邪魔なんです。多分ビーコンに出た人間も近すぎて
多分な、その要請した本人も吹き飛ぶぐらいの感じですよね。ヘルボムより強力な爆弾になってた。ヘルボムって単純にあれ火薬が爆発してるんですかね。そういう特殊な原理で相手のオブ装備が爆発してんじゃないかな。イーグルを呼んだ。大型だ。クエーサーキャノンが決まった。装備がある。やめた。これ犬くれんのかな。ガードドッグ系代もらいました。助かった。朝虫だ。ガードドッグ系代はちょっと危険ですよね。大型だ。木星近い。こういう感じで敵と戦ってると爆弾だと聞いたことある。味方を撃ち抜く可能性がある。バック爆弾なのでそのウランが関係してるんですかね、ヘルボムって。木星50メートル。ヘルダイバーウランを背負って走り回ってるの。増援頼む。応援頼む。イーグルを呼んだ。ああ、でも背中に背負えるぐらいのものでね、あんな大爆発を起こすってことはね、なんか相当危険なものなんで、航空支援を頼む。高みだ。機動攻撃を頼む。あれこれガードドッグ K9 出てないな。あ、出てきた。これガードドッグ K9 しまった状態で拾うと自分で出さなくちゃいけないですね。お、7体の敵を粉砕したという。もっと強力な武器を頼む。アルファコマンダーも撃ち抜いてくれるか。 PAS 構想からこの戦術が手軽に打ち出す世界観ですし、リスペクト元がそうなのでそうでしょうね。CF から小型戦術兵器も出ますので、そうそう。あんな小さな砲台から核が飛んでくる。あ、そう、リスペクト元にも同じような感じでヘルボブがあるんですね。スターシップトゥルーパーズとか。これにあんのかな。あと10人。まあ原子力バッテリーなんて装着されてますし、原子力なのでやっぱね、核なんでしょうね。私はその核が仕組みとかは全然わかりませんが、核イコールウランみたいな感じで認識はしております。航空支援を頼む。機動攻撃を。敵が湧いてんのかな。ただもう救出終わりなので、民主主義のあとは超大規模に行って終わりかな。さあ離脱せよ。お、現役ガードドッグが撃ち抜いたぞ。超大規模に120ミリを投げたい。イーグルに備えろ。戦略支援でね、核要請できればいいんですけど、前作にあったミサイルストライクをね、私は使いたい。イーグルを呼んだ。あれは画面一体の敵を吹き飛ばすんでね、使って非常に気持ちいいものでした。支援武器を要請する。マップにマーク南。インペラか。大型だ。これでもかい。アーチンで、後ろにタイタンいたの。どこだ、いないぞ。あれ、タイタンのさん今どこからかかったの。航空支援を頼む。ロボやイカも見え増援頼む。使ってるんでしょうか。今後ろにいたはずなんですが見えなかった。ロボや、イルミネイトはなんかいろいろ使ってそうですよね、そういうやつで。
爆発する紫の樽も何のエネルギーかわかんないけどめちゃめちゃ強力だし。増援を要請するぞ。プレデタータイタン透明化してたんですかね今ね。今後ろ振り返ったけど確認できなかったですよね姿ね。マトンなら環境汚染と空爆を要請。オートマトンは確かにそういうことは何も考えなさそうですけど、オートマトンで一番でかい爆発ってなんだ？爆発はないか。キャノン砲塔とかそういうのはありますけど、なんか広範囲大爆発系のギミックはないか。ギミックが敵。イルミネートはなんかハーベスターのレーザーとかね、謎兵器の出力があります。出力というか謎のエネルギーはありますけど。うわー、電気ハードドッグが炸裂しました。今の位置で当たるんですもんね。味方との位置なんか90度ぐらいになってたと思うんですけど、デストロイヤーが離脱。エキストやタンクが壊れた時が一番でかい爆発を起こしてそう。あ、一番でっかい爆発、そうですね。敵が死んだ時ですよね。ファクトリーストライダーなんかがに到着。倒れた時は音も派手だしね。ファクトリーストライダー最近倒すとすごい上空に飛んでったりしますよね。レッドブリゲードのなんかあれか、設定がなんか影響してるのか。ミッション終了まで残り20分。接続切れますね。いやー、これでも個人差があるんじゃないですかね。個人差というかやっぱホストかゲストでだいぶ変わるんじゃないですか。ホストでやってる時なんか落ちるってことはないので、機動攻撃リーグルを呼んだ。ゲスト参加の時の方が落ちやすいんだと。タンクもヘルポットアタックをタンクに決めると、その倒した時の爆発でヘルダイバー死んじゃったりしますしね。もちろんファクトリーストライダーの爆発でも死にますが、なのでオートマトンで一番のその広範囲爆発ってその敵を倒した時っていうのは確かにそうですね。航空支援を頼む。あ、単性塔の爆発とかありましたね。そうですね。そういうのもあるか。あーウオリア邪魔。かじられた。しかしインペーラーは倒した。単性塔の大爆発があった。あれなんで今コマンドを打ったんだっけ。支援武器を要請する。このインペーラーにコマンドを打ち込めばよかった。あれ気づけば増援がないぞ。あ、こんにちは。機動攻撃要請。うわー、出ました。プレデタータイタン。今度プレデターじゃないけど普通に見えますが、嫌な予感。大丈夫か。クラスターバック。あと巣穴が3つかな。これ高性能爆薬じゃなかったっけ。多分高性能爆薬なのでこのタイタン倒れないですかね。ああ、やりました。やっぱり。うわー、危ない危ない。ブロポンさんこんばんは。昨日その XBOX の発表ライブが終わった後に全体命令更新されましたよね。そうそう。
で、今回の全体命令はターミニットの、ガルハレンと、その隣の惑星を解放するのですが、ちょっと惑星の名前がわからなかった。で、あと、コモンサンプルを5000万個かな持って離脱しろという命令です。民主主義をよく味わえ。ああ、いいところに巣穴がありました。あと巣穴1個です。パッケージ回収。イーグルに備えろ。この透明化対談出たらめちゃめちゃ怖いですよね。許されざる。さっきちょっと透明化したんじゃないかっていう場面があったんですけど、増援頼む。なんか後ろを振り返ったら、3が飛んできたので、後ろを振り返ったパらッケージ回収。タイタンいませんでしたみたいな。プレデター化始まった。離脱地点をマーク。でももしね、そのプレデター化で透明化とかだったらめちゃめちゃ大変ですよね。タックパックを要請した。ただ、でかいので、位置をマークした。東やめよう。透明になっても、離脱ち地点をマーク。ょっと輪郭がパッケージ分かりやすいかもしれないですよね。機動攻撃を頼む。卵が転がる。パッケージ回収。あれこれペリカン呼んでんのかな。早く増援来て。今回の全体命令を見てると、新人ダイバー Xbox という伏線かと勘ぐっています。そう今回の全体命令は新しい訓練施設を作るためのその物資調達みたいな感じなので、多分チュートリアルかなり変更入るんじゃないですかね。もちろん8月26に Xbox のユーザーが増えるっていうのもあるので、これに合わせてチュートリアルも手こ入れするんじゃないですか。パッケージを置く。あれなんかこのガードドッグ拾えないな。パッケージ回収。友軍デストロイヤーが離脱。ガードドッグ拾えないからいいか。虫の新しい大型はまだでしょうかね。謎のシルエットのタイタンが確認されてからだいぶ経ちましたがね。結局離脱したのか友軍。パッケージを置く。離脱を要請する。離脱のシャトルが向かってる。いつでしたっけあれ出たの。機動攻撃を。ブルーム調査に入るときか、その時なので強力な武器を頼む。結構前ですよね。成功させたら Xbox ダイバーが自分たちの建設した到着まで残り2分30秒。チュートリアルでそうっていうことですよね。チュートリアル多分手こ入れ入るっていうことだと思うんですよね。今よりもっと親切丁寧に追加の増援予算を承知。説明してくれるかもしれないですよ。ミッションの進め方とか。応援を頼むと思ったら呼んだかな。コマンドは一発しかないや。到着まで残り2分。これ2分。部品出しとこう。ベヒモズはあと一発で倒れと思う。待って、誰もいなくなっちゃった。まずい。ここはまずい。この位置はまずい。蹴ると蹴る。到着まで残り1分30秒。タイタン何体 ?3 体。死んだかも。危ない危ない危ない。タイタンが飛ぶっていう可能性もなんかなくはなさそうですよね。一昔前だったら私はそんなことあるわけないとか言ってたと思うんですが、なんか最近の展開を見てると飛び出してもおかしくないと思います。到着まで残り
ジェットブリゲードというかハルクも飛び出したしね。これ何入ってる？シーフ砲撃。ルミネイトがスーパーアース攻めてきた時にクエーサーキャノンが出たから決まった。助かりました。今の最短さなぎ説火星に火星にあったチュートリアル施設が壊されて非公開の場所でねチュートリアルしてたんですけど、今回の全体命令で新しい施設作るっていう話ですよね。到着まで残り20秒。なので訓練自体の内容がいろいろ変わると思うんですよね。アーチン到着まで残り10秒。着陸地点から離れろ。残り10秒。応援を呼ぶ。味方が襲われている。アーチンを投げまくれ。ペリカン1接近中。とんでもない。わーい、やばい。ペリカン1着陸シーケンス開始。離れてろ。振り返ればタイタン。パッケージ回収。離脱完了。ペリカン1上昇する。誰かが乗り込みました。いや、タイタンはなんかそのバリエーション違うやつとか出そうですよね。攻撃方法、攻撃パターンが違ったりとかね。今のタイタンが脱皮した時に蝶になって宇宙まで羽ばたくのかもしれないですよね。恐ろしいですね。ジャンプパックハルクはなんかあれ面白かったですよね。なんなら自爆したりするしね。着地失敗して自爆してたりしたので。あれちょっと面白かった、本当に。また来てもらいたい。チュートリアルで旗に槍がつく旗を立ってるやつはありますけど、旗を使った訓練あるかもしれないですよね。虫をこれで倒すんだみたいな。多くの英雄が自由に命を捧げました。実際に実戦で旗持ってったら虫にボコボコにされましたみたいなことになりそうですが。ミッションの座標を設定。海軍殲滅。ヘルポット始動。ジェットブリゲードはなんかちょっとお笑い担当枠というかね、移動の動エンターテインメント枠なんじゃないですか。なんとも愛嬌のハルクは面白い、あれはありましたよね、笑い。こんな感じですよね。愛嬌がある感じというか、なんか別に腹が立つとかそういうこともなく、ただただ笑えるというか。まあ、かといってね、そんなあんまり油断してると結構やられちゃったりもするし。ただ着地にハルクが失敗して自爆した時は笑いましたね。なんか崖というか岩みたいなところに着地したら爆発して飛んだのでね。あれは驚きました。アパームエアストライクで持っていくか。EAT。ワニパイロテックグレネードでも持ってってみるか。ヘルポット発射手順開始。これで3終わりかな。アルハレーンは多分日付というか明日にはもう解放終わってそうですよね。でその隣も功績は歴史に残ることだろう。多分そんなに時間かかんないで終わりそうなので、全体命令2日ぐらい残して終わりそうなよ。確かに今4日なんだよな、残り4日と1時間なので。
まだまだ時間はある。タイタンかあれ。あ、違う違う、ベヒーモスか。地雷とテスラの気配がする。これ何地雷だ？危険だ。小位地雷ですか？多分これ小位地雷だと思うんですが、ホップホップさんこんばんは。私も最近動画をちょっといろいろ作り方してたので、昨日一昨日ライブ配信して、その間3日ぐらいちょっと期間が空いてたのでした。で、明日一応動画を出す予定なので、見ていただければと思います。数センチ浮いただけの、ジャンプバカークが引っかかって数センチ浮いただけ。あと垂直ジャンプパターンとかもあります。普通だったらヘルダイバーの方に向かってね飛んでくるはずなんですけど、ただただ垂直に飛んだだけみたいな。パイロテックだった。そういえばパイロテックグレネード投げまくりましょう。これ何？クラスター爆弾か？そうだね、クラスター爆弾だね。パイロテックの出番か？投げまくれ。なんかパイロテックグレネード使ってる人ほとんど見ない気がする。あれとダイナマイトか。出た時はさすがにね使ってる人いたんですけど、最近ちょっとほとんど見なくなった気がする。歩数が多いところはいいんですけどね、6個も持ってちゃう。機動攻撃を準備しな。機動攻撃だよ。機動攻撃補給ビーコンを投げる。パイロテックグレネードないので補給品を使いましょう。テスラタワーに包囲される。あと何%？ 50%？ 意外と済んでなかったもんな。イーグルを呼ぶ。パイロテックゲット。民主主義をお届けするよ。これ1個だと範囲が狭いので、なんか2個3個ぐらいね投げてやりたいですよね。クラスター爆弾が飛んできた。要請を確認。増援を移送する。グレピスト補給持たないときはファイ敵はどこにいる？ありますね。紅しょうクレピス補給がないときに、やっぱりその数が多いっていうところはね、いいですよね。しかもグレネード増やしアーマーとか切れば8個になるはずなので、確かにグレピスを持たない時の選択肢としてはありかな。最近私無視戦だとグレピスは欠かさず持ってってるので、そこの枠を違うのにした時は機動攻撃開始。離れて確かにパイロテック持ってるのよな。自由の花火だ。バーッと楽しめ。ダイナマイトの使いどころは不明ですが、ミッション終了まで残り10分。一時期起爆時間を1分にしてヘルダイバー同士で蹴り合うっていう遊びがありましたけど、強力な兵器を要請。そんなことしてるヘルダイバーを見ることはなくなりましたね。攻撃するよ。あと 20%。
パイロテックの出番はないか。巣穴壊すにもいいけど、意外と火力は高いですよね。ただ同じ位置に敵がとどまってることはあんまりないので、こういうふうに毒グレネードとかが投げ込まれたところに一緒に投げてやると結構敵倒せるかも。毒グレじゃなくてもガス攻撃とかガス地雷でもいいわけか。いやー、やはりリベレーターだとアルファコマンダーの頭が割れない。あ、違うな。クラスター爆弾じゃないな、これ。エアバーストロケットランチャーか。あ、危ない。テスラタワーだ。パイロテックの出番。あー、これはまずい。アルファコマンダーが止まらない。ミッション完了。たまにクレピス持たない構成でいきますか。不要紅生姜はともかく花火は割と使えるのびっくりする。機動攻撃を最近クレピスを手放すっていうことなかったので、ガス弾頭を発射。ハブウェポン違うの持ってきましょう。こちらペリカン1、これより着陸する。機動攻撃来る。花火はびっくりで。ダイナマイトに関してはね、止まらないのなら届く前に調整がないとどうしようもないですよね。はネットか。なんか回復ピストル撃ってもらってる気がするんですけど、音が聞こえないな。ペリカンが着陸しない。降りるんだ。入りましょう。発進準備。離陸まで止まらないなら動く前にやられる前にやるみたいな感じですかね。お菓子がないなら、あ、違う、食べ物ないならお菓子食べればいいみたいな感じでしたけど、マリーアンっぽい。デムさんこんばんは。超英霊なのだ。新しい訓練施設を作るためにコモンサンプルを集めなくちゃいけないですよ。これチュートリアルが新しくなるっていうことなんだと思います。Xbox も来ますしね。Xbox 出しますって言われた時の感想どうですか皆さん。最初の方にも言いましたが、私はちょっと新情報を盛りだくさんで出るのかと思って期待したので、ちょっと肩透かしを食らいました。よし、人の敵、志、願い、チュートリアルというか射撃演習場ができるのなら頑張るんだけど、はい、感想？自由法司法。義務的志願。義務志願。何か正しい気がするのだ。あ、射撃演習場ね。例えば、ウォーボンドに入ってる武器を試し撃ちできるみたいなね、そういう機能があったら、例えば新しく始めた Xbox ユーザーもね、なんか、このウォーボンドを開放しようとか、なるかもしれないので、友軍デストロイヤーがそれは戦隊を離脱あるかもしれないですよね。感想するんで終わった。やっぱり日本だと Xbox 持ってる人もおそらくです多くはないと思うので、多くの人はへえというか、それだけっていう感想だったと思うんですよね。海外の人はまた意見が変わる気がするんだよな。ミッションの座標をセット。オービタルスラスターを起動。義務的志願。ヘリコプター起動何かがおかしい。自由を歌いつつ、起動の動機完了。自由は存在しないヘルダイバー。オービタルスラスターを起動。いやー、これどこから行くかな。っていうかこっちから行くか。
ダイナマイト、そうですよね。その重装甲貫通ぐらいは欲しいですけど、初期の榴弾もあるからな。なんか初期の榴弾とちょっと違う方向で、ね、調整欲しいとこですよね。もし重装甲貫通になったら、広範囲の榴弾みたいな感じになっちゃうんじゃないかな。そっちの方使いやすそうですが。待って、グレピス持ってかない構成だと、アルティメイタムか？あとは対戦車兵器なしでいくか。だと、20ガス、120ミリ。で、てっきり映画版の情報でも出してくるかと思ってコました。マンド、グレポン、デエスカレーターか。あと、なんか間を埋めたい。レーザーキャノンでいくか。あれどこであった？虫にですかればもうちょっとサプライズが欲しかった。ヘルコット発射手順開始。 5分ぐらいで終わっちゃったのでね、ある意味サプライズでしたね。違う意味でのサプライズでした。民主主義大爆発は、まあ、鉄板というかそうですよね。まずあれ取っておけば装備構成の幅広がるし。まずあれ最初っていうのは間違いない気がする。この Xbox パスが、フリープレイみたいな感じのやつでしたっけ？プレイステーションでいう。まあ、ユーザー層、幅広いユーザー層になんか展開していくんでしょうね、今後ね。最初の方にも話ありましたけど、そのスイッチ2とかでももし出たらね、かなり増えそうですよ。あ、ヘルダイバーの映画情報もそういえばね、一時期話出ましたけど、本当に映画作られるのかっていう気がしてきた。もし出たとしてもかなり先になりそうですよね。シュリーカーの巣があるな。点があっという間に壊れた。牛のデエスカレーターはベヒーモスに対してはそこまでなんか強力っていう感じじゃないですけど、タイタンに対してはかなりいい感じですよね。大抵6発分ぐらいで倒せちゃう。ベヒーモスはワンマガジンで倒しきれないですよね。7発8発ぐらいかかるイメージ。私もちょっとデエスカレーター使うかなと思って。ターミニットの背部構造を破壊。味方が持ってくならと思ってレーザーキャノンにしました。サンプル回収。スイッチに出だすのは厳しそう。ヘルが DLSS 回復 SR 対応しない限りは。第二目標が近い。なんか仕組みが違うんですかね、そのスイッチ2とは。もう性能的には問題ないですかね。イーグルを呼んだぞ。これが民主主義の力だ。レーザーキャノンオーバーヒートする。スイッチ2で出たらなんか年齢層ちょっと下がりそうですよね。あれヘルダイバー2って Z 指定なんでしたっけ一応。ただあれって別に Z 指定だから18歳以下はプレイできませんっていうわけじゃないんですか。サンプルを見つけた。機動攻撃を要請。18歳未満買えませんってことなのあれ。あんまり気にしてみたことはないんですが。スイッチ2でそのサイバーパンクも出てるんですよね。
ファイバーバンクは確かになんかかなり容量とかね食いそうな感じですよね。タイタンの予感。モンサンプルは拾ってきました。そのハードの壁を越えるとそのなんか最適化とかいろいろまあ調整は必要なんでしょうね。あと任天堂とのなんかいろいろ絡みもあると思うので、そんなにすんなりは出せないわけか。Z 指定だとそのクレジットカードとかその証明書的なのが必要ってことなんですね。でもね、自分の名義じゃなくても買おうと思えばで簡単に買えるでしょうね、今ね。親に買ってもらうっていうのも簡単でしょうし。18一応禁止なのかな。禁止っていうかもう団体が言ってるだけなんですかね。そのサンプルを回収したい。何団体だかちょっと忘れましたが、なんかそういう団体があるんですよね。ゲームの何歳指定とか決める期間があるのかな。補給品だ。いた強盗か。強盗に狙撃されました。タイタンはレーザーキャノンで炙る。なんか対戦車兵器違うな。ウォーカーのミサイルか。ミッション達成に一歩近づいた。D ぐらいになるとなんか15歳とか16歳なんでしたっけ確か。でもお店とかで買おうと思ってもその年齢確認求められるのかな今。500キロバック。欠損をなくせばレーティング下げられそう。ベルダイバーの首とか普通に飛びますから。こういう表現の問題で Z 指定になってるの今。あと1個かな。でも冷静に見てみると結構ヘルダイバーとしてグロいというか、体というか頭は飛ぶし、胴はちぎれるしで、なかなかグロテスクではあります。GTA 買おうとしたら確認された。任務完了だ。確認されるんすね今で。目標が近い。最近は厳しくなってる。もう私は PC を持つとね、店舗で買うということはまずないので、そういうの全然気にしたことなかった。幼虫を回収したい。表現はなかなかきつめですよね。まあ慣れるとなんか違和感がなくなるんです。持ってたのが幼虫。アイコンが消えないのであるかと思う。あと方式の来ないかこれ。他にでエスカレーターが炸裂して、血湧いたかな。120ミリ榴弾弾幕の出番か。出番だな。あとは超大規模行ってメインミッションかな。
タイタンはどちら？あ、待って、パイロテック使ってなかった。パイロテックを投げろ。増援を要請するぞ。空爆を要請。ベヒモスか？エスカレーターとレーザーキャノンなら結構早く倒せるんじゃないですか。いや、結構時間かかりましたね。意外と時間かかった。ウォーカーを頼む。エスカレーターで倒すのとあんま変わんなかったけど。機動攻撃だ。頼むぞ。ウォーカーが出ました。こちらにもウォーカー。120ミリさっき使っちゃったからな。タックパックを要請。あ、そうそう。あとアルティメイター持ってきてるんでした。こいつを持ってるだけで安心感が違う。ファイターにも問題なく対応できちゃう。食らえ。あー、足に当たっちゃった。レーザーキャノンで援護しました。あと巣穴は2つ。これベヒモスか？ミッション終了まで残り30分。あと1個です。なんかロボットが壊してくれそう。私も結構アルティメイタム持ってるの忘れること多いんですよね。普段からそんなに使う方ではないので、あ、今回持ってきてたって思い出したり、やめよ間違って撃って爆発したりとかね。玉切れだ。構成によってはこれ欠かせないっていう人もいそうですよね、アルティメイター。攻撃を開始。まあ、爆発系の武器を持つとき、グレネードランチャーとかね、タイタン処理大変なので、アルティメイタム持っとくっていうのは、ありだと思うな。小野梨さん、こんばんは。感謝税を徴収とは、あれ感謝税なんて、なんかありましたっけ、そんな話。今回の全体命令に絡んだ話かな。任務用戦略支援が使用可能。感謝税って何の感謝だ？ Xbox が出てくれてありがとうっていう感謝税。違うか。あれなんかあったっけ、感謝税なんて。ブリーフィングに何か書いてあったかな。ブリーフィングは新しい画像でしたよね。なんかペリカン3機ぐらい並んでるやつ。ちょっと出ただけです。やっぱりそうですよね。ブリーフィングにあったね。大型だ。位置についた。一応毎回読むんですけど、さすがに全部覚えてませんでした。貴重なサンプルを見つけた。でもあれを見てもそうなんですけど、やっぱり新しいそのチュートリアル訓練場を作ると思うので、 Xbox 発売に合わせてチュートリアル変更、いろいろ仕様変更入るんでしょうね。何弾幕500キロ。機動攻撃開始。離れていろ。レーザーキャノンで炙る。イーグルを呼んだぞ。つまり推しは押せるときに押せってこと民主主義をお届けするよ。押しは押せるときに
押しとけ。押しって何の押しでしょうか。Xbox Xbox 押し。これで終わりかな。 Xbox 手同士が増えるのは嬉しいですね。端末を使うぞ。じゃあ Xbox でユーザーどれくらいいるんですかね。あんまり持ってる人多いっていうイメージはないんですよね、私。海外だと攻撃を要請。プレイステーションより多いっていう話はね、聞いたりしますね。どうかいるな。痛い。さすがにリベレーターだとこういうことになっちゃう。性能としてはそのプレイステーション5とほとんど変わんないんでしたっけ。あ、値段がちょっと安いって言ったかな。ストーカーだ。空爆を要請。あ、ストーカーの巣が壊れた。増援を要求する。 C4、うわ、ストーカーの気配がする。この距離だともうかわせないですよね。リベレーターでは対処できない。仕留め切ったか。イーグルを呼んだぞ。ああ、アルティメイタムは弾がなかった。しかもリベレーターの弾もない。私は補給品持ってきた。取らなかった。忘れてました。パイロテックを投げ込みましょう。増援頼む。これで終わりか。もう一個残ってんのか。ターミニットの巣を排除。わあ、やっぱりタイタン処理でエスカレーター早いっすね。レーザーキャノンで撃ってたから多分4発ぐらいで倒れたんじゃないか今。Xbox 版予約して購入すると予約特典の限定アーマーももらえるみたいでしたね。フローズンヨーグルトアーマーと、あとナイトと、あとなんだっけ、もう一個3種類確かあった。あとなんか海外の人の離脱を要請中。情報によると、その Xbox の方が予約特典のアーマー今後なんか手に入る感じになるみたいな話があるそうですよね。なんか課金して買うのかどういう仕様になるか分かりませんが、嬉しいところで、パッと見が Xbox の方が少し上、しかも値段も安い。到着まで残り1分30秒。でも Xbox だとできないゲームとかもありますしね。逆パターンもありますが、120ミリ榴弾弾幕投げた。ウォーカーを要請。機動攻撃だぞ。機動攻撃を実行。気をつけろ。最初にも言ったその Xbox にあるヘイローとのコラボも現実味を帯びてきた感じですよね。そのローボンドトークンでしたっけ、スーパーシミエディションのなんか仕様が変わって今後は好きなローボンドを1回放できるっていう形ですよね。鋼のここ限定じゃなくてイーグルを呼んだぞ。 Xbox 発売と同じ日に調整が入るので、機動攻撃を要請。それを考えてのことなんでしょう。ガス弾頭を発射。
到着まで残り10秒。着陸地点から離れろ。スーパー市民エディションあってその返金の請求してない人はどうなるんですか接ね。近中。この人ウォーボンド無料で取れないかな。無料というかその使わなかった分のスーパークレジットでウォーボンド買えないですかね、新しいの出てから。空爆を要請。私は鋼のここ取ってからね、スーパー市民エディションにアップグレードしたので使ってないんだよな。増援予算が枯渇した。あ、ペリカン来てることに気づいてなかった。ペリカン1上昇する。何の情報もない人何取るんでしょうね、ウォーボンドで。民主主義大爆発を先に取るとは限らないからな。まあ、直感的になんか楽しそうだとかかっこいいとか思ったやったと使うのかな。なんかそのエクソ2大パターンってあんまりでないですけどね。めちゃめちゃスムーズに進みましたね。MAV がなんだ？エクソの後に MAV ってつくとなんかそういうロボットなのかと思っちゃう。新エクソも来るか。ガンダムというよりは動きが遅いボトムズというか、スコーチャー最近弾持ちちょっと悪くて補給パックいるかな悩む。いや、無視戦でのスコーチャーは補給パック欲しいとこですよね。捧げる勝利だ。ヘルダイバーフルオートで打ちまくってるとあっという間に弾なくなりますよね、あれね。ミッションの座標をセット。私スコーチャー使うなら持ってきたいっすね。オービタルスラスターを起動。ただ今リベレーターのレベルマックスにしたいなと思ってずっと使ってたんですけど、久しぶりにスコーチャー持ってみるかな、私。旗か。あ、包囲準備アーマーを着て、その弾の少なさをカバーするっていう方法もありますね。それで補給パックなしで運用するっていう手もあるか。言われてみればその手があった。久しぶりにスコーチャー使うか。スコーチャーレベル6。包囲準備完了は巻きますか。ヘルメットどれだっけ？わからん。いいや、これで。ステルスアーバーのヘルメットでいいです。何持っていくかな。対戦車兵器がないパターンですが、あえてなしで行ってみる。対戦車兵器なし。スコーチャーがあるなら何かな。デスカレを信じるのだ。スコーチャーオートキャノンとか使ってみますか。じゃあこれでいくか。まあ一応対戦車兵器ではあるのかな、エースカレーター。いや、タイタン処理に関しては本当ね楽ですよね、あれね。まあベヒーモスももうちょっと楽に倒したいなと思ったらテルミットとか
合わせたりかな。責任重大なのだ。対戦車兵器持ってる人がいないので、エスカレーターだのいやアルティメーターも持ってます。あとオートキャノンの APHET だとタイタン何発で倒れるんでしょうね今ね。可能にしてほしいですね。カスタム画面最近ののばらけが無視線で持ってってないし、結構フラッグ弾で雑魚散らし用に使ったりするので、殉職したらヘルタイタンに試してないや最近。スコーチャーとかピュリファイヤーね、そのカスタマイズもっと充実したらより強力そうな気はしますが、バランス取ってとりあえず様子見たんでしょうねきっとね。使用率も高そうなので。これは何か今10発ぐらいでしたっけ。うまく当てられるんならオートキャノンでも位置をマーク。南西。割と早くタイタン処理できるかな。機動攻撃を実行。気をつけろ。フラッグだとさすがになかなか倒れなさそうですけど、機動攻撃を要請。二重走者もバンバン投げてる。行動を要請。戦術兵器が近くにあるぞ。攻撃を開始。なんかよく見えないけど、うわーナーススピアだ、いいですね。オートキャノン持ってきて正解。イーグルに備えろ。しかも今回スコーチャーなので梅雨明けの処理は楽々。ヘルボムをお願い。あれ終わりました。砲塔をよこして。この位置は入らんか。航空支援を頼む。パッケージ回収。マジか、ダメか今の位置パッケージ置くよ。もしかするとカスタム機能いろいろ追加されるのはそのサブ武器でね、サブ武器カスタマイズが来てたら一緒に追加っていう可能性ありますよね。あと1個今の入んない。ターミニットの破壊した。ターミニットの背部構造を破シュ壊。リーカーの航高い。空支援を。スコーチャー楽。そうだほら。これでもくらいだ。昨日はそのサブ武器のカスタマイズが来るんだろうなと思ってウキウキでしたが予想外の展開になりました。ああいったの背中打ったら多分倒れなさそうですよね、なかなかね。パッケージ回ああ収。エスカレーターがあるんでしたね、そういえば。であとは旗に行きたい。パッケージ回収。パッケージ置くよ。さすがにグレネードカスタマイズ機能とか出ないですかね。民主主義の力だ。ダイナバイトに調整自分で加えられたら面白そうですけど。第一目標が近くにある。呼ばれたか？ギリギリ間に合ったかな。自由を与えたな。イーグルを呼ぶ。機動攻撃を準備した。ガス弾頭をマッ発射する。プにマーク。南西100メートル。ん？インペラーか？行動を要請。ラックだな。よし、湧いたか。で処理してから旗出すか。リロードするよ。あ、もう旗を出してこの増援を止めるかと思ったが、いただきたかな。グレネード投げるよ。砲塔を送って。イーグルをあ、ダメだな、今戦略支援使えないや。もう全部使い切っちゃった。敵の戦術兵器の射程内だ。ここを一人で乗り切るのは無理がある。砲塔を要請。手段に当たる。ターミニットの背部構造を破壊。お、ベヒーモスやりましたね。なんかいただいたな、今。弾いただいた。
あ、ヘルメットとかマウントに機能がつくね。昔からなんかね、そんな話もありますが、そろそろ確かに出てもいいかもしれないですね。これ AP か。まあその効果はそんなでかくないでしょうけどね。なんかちょっとしたおまけ効果みたいなあると面白いですよ。後ろ巣の破壊完了。オーチャードの援護はちょっと難しい。ピンを設置。東200メートル。まだ湧いてんのか虫。収まったかな。それが民主主義の力ってね。多分このウェーブが去ったらあと終わりなんじゃないか。いや、やっぱオートキャノン楽ですね、あるとね。無事だ。なんと片付いたか。 SM リセット機能を実装しますか？まだなんか微妙にいるな。ああ、編成プリセットも欲しいですね。ワンボタンで登録していた戦略仕様を選べるとかで、あとアーマーとかヘルメットマウントのプリセット機能も欲しいですよね。ワンボタンで着替えられちゃう。出すか。南近いぞ。このタイタンは無視できんか。エスカレーターがダメか。デエスカレーター撃ってるからオートキャノン追撃で簡単に倒れるかなと思ったんですけど、意外と時間かかったね。機動攻撃だよ。機動攻撃開始。機動攻撃を準備すな。航空支援。航空支援をインペーラーだ。こいつは即座に処理したいところ。次を味わいな。ブラックダウンだと3発ぐらいで倒れる今インペーラー。ヘルメットついてるか。移動から来るぞ。ほら備えろ。これでも暗いな。応援の湧き潰しに成功しております。旗が上がりました。いや違う、こっちじゃない。味方が旗を上げました。違うところで旗が上がりました。ソロ旗上げが完了した。あ、もうオートキャノンの弾がないこと言ってる。補給は出せんか。最後の弾だ。動員を頼む。旗が上がりました。物資はないかと。貴重なサンプルを確保。応答を送って。もうあれか、オートキャノン出せばいいのか。あと5秒。イーグルを呼ぶ。ここに物資がありそう。機動攻撃を頼む。あー、オートミールパターンか。あ、オートミールパターンでした。こんな時に限ってオートミール。あとオートキャノン出せます。支援武器を要請する。やっぱりスコーチャー使うなら補給パック欲しいですね。
包囲準備完了はまで弾を増やしましたが、何か発見。足りなかっパックを寄せ。た。あれだもんな、物資拾ってなかったもんな、一回も。ちょこちょこ拾うようにすれば問題ない。ターミニットの巣を破壊した。ありがとう。当然。あとスコーチャーって落ちてる弾拾っても2マガジンしか増えないですね。ここは厳しいとこ。よし、これで弾満タンだ。機動攻撃を要請。当然。いや、でも強力なスコーチャー久しぶりに使ったけど。航空支援を頼む。ナーススピュワード処理も早いしね。ファイブガードも楽々。第一目標が近くにある。任務用戦略支援が使用可能。ダタスか。何かある。なんか殴られたんですが補給品もらったと思ったら殴られたんですがボタン間違ってたんでしょうけどびっくりした。補給品もらってありがとうかと思ったら機動攻撃を使用。気をつけろ。びっくりした。殴った方が無理して多分ボタン間違ったんでしょうけどね。あとだと初期設定って近接攻撃押し込みでしたっけ？確か結構押し込みだったような気がする。タックバックを要請した。強盗を要請。イーグルを呼ぶ。攻撃を開始する。私はマウスのボタンに近接攻撃振ってるんであんまり間違えるっていうことはないけど、グレネードを間違って投げちゃうっていうことは多いんですよね。これもマウスにグレネード投げるクイックグレかマウスに振ってるので、戦略支援を右手で入力してマウスに持ち直すときに間違ってグレネードのボタン触っちゃうっていうことはあるんですよ。イーグルは補給のため離脱する。リロードする。アクションを同ボタンにしてると結構やらかします。ファイターが出た。オートキャノンで撃ってやりたい。体はやっぱ効果薄そうだね。倒れたか。あ、複数アクションを同じボタンに振ってると、そのパッドだとボタンが足りなくて、その長押しとかタップ押しとかにして使ってるってことですか。あれ残り3体の敵がいるな。マガジンがから。ミッション達成。自由の灯火が灯った。あとは離脱するだけだ。てっきり殴って補給落下地点に合わせて潰す作戦かと。補給落下地点に合わせてあ、さっきちょうど補給ありましたね。補給ポットで餌を与えたと思わせといて殴って潰すっていう作戦だったんですよ恐ろしいヘルダイバーだ。ありがとう。分かった。タイタンの気配がしたと思ったらデーエスカレーターで粉砕したよ。やっぱ対戦車兵器なくてもデーエスカレーターあるとタイタンが問題ないのでね、全然いけてますね。しかも今回私アルティメイタム結局発砲してないし。
あ、だからこのフラッグ弾がやっぱね、当たりましたね、今回。あとは帰るだけ。そんなつもりなかあ、ったんです。パトロールが。ただ押し込んじゃっただけなんです。機動攻撃を要請離脱を要請するそうだとは思いましたが。シャトル発火。やっぱりスティック押し込みですよね、そのパッドだと。確かに私もパッド使ってる時なんか押し込むつもりなくても押し込んじゃったっていう時あった気がする。コアチャージャーいる？残り2分30秒。違うな、ナースか。ナーススピーワか。機動攻撃だよ機動攻撃開始。離れていろ。入ると押し込んじゃいがち。だからスティック押し込みだとね、なんかそういう誤動作というかね、発生しがちですよね。かといってなんか他に割り振るかっていうとちょっと微妙ですね。近接攻撃ね、他のボタンにするかっていう。一個押し込みとっさに結構やりやすいので、牛殴るのにも結構楽そう。500キロ爆弾これ。到着まで残り1分30秒。血が来てるな。機動攻撃を準備しなイーグルを呼んだぞ航空支援をインペーラーの触手さすがに届かんでしょ。空爆を要請。増援頼む応援を頼む。イーグルを呼ぶ到着まで残り20分かかってないんですが、またミッション23分も残ってる。ラックだな。なんか敵がいるのは分かるがよく見えません。航空支援をあ、出ました。大胆です。到着まで残り30秒。 APHET で撃ちたい。あー、顔隠れちゃった。あ、来た来た来た来到着まで残りた。思ったらアルティメイタムで倒れました。全部やりながら回れると経験も美味しいですよね。到着まこれで20分ぐらいで、そう、サブ目標も進められるなら、経験値2000ちょいぐらい入るんでしたっけ、経験値。なんでかなり効率いいですよね。着陸する。電撃、まあ電撃だと全部回れない時もあるからな。メイタム狙撃が冴えてた。さすがプレデターで鍛えられたレバ栄冠1発進準備。離陸まで20秒。ハンターコマンダーの攻撃に合わせて、格闘ね、押し込み以外はやっぱり格闘というか近接攻撃ってやっぱ瞬時にねこう出せるボタンに振っときたいですよね。じゃないとタイミング合わずハンターに攻撃当てられないとかなりがちですしね。あれできるかどうかでかなりその本尊だ。生き残れる確率が変わってきますよね。滝保山こんばんは。アルティメイタムのオートキャノンでタイタン処理しようと思ったんですが、味方が撃ち抜きました。私は結局アルティメイタム発砲せず。せっかくグレネードピストル外してね、パイロテック持ってったのに、パイロテックもあんまり使わなかったし。マジでびっくりしたのだ。やっぱりプレデター戦ばっかりやってると
通常の無視線ね、なんかちょっと楽な感じになりますよね。その分ちょっと大型、その分というか、プレデターストーカーとかいない分、タイタンなどの大型がいっぱい出たりはするんですが。全体的に見ると通常無視線の方が難易度だいぶ優しい気がする。戦況も変わるとし、別の英雄も同じ。スコーチャーのレベルが上がったが、フォロサイトスコーチャー。レッドドットサイトでいいな。あ、ていうかスコーチャーってエルゴノミクスそれなりに高いですね。最初から60ぐらいなので、なんか別に上げなくてもそんな気になんないか。そう、アルファコマンダーはそうですよね。あれ、近接攻撃で突進回避かなり有効ですもんね。頭を潰しても突進で突っ込んでくるので、そいつを近接攻撃で押し返した後力尽きるのを待つっていうことできるのでね。できないと逆にやられちゃうパターンが時々あるので。一部武器ではとっさの格闘振りはそう、私も格闘攻撃は慣れてた方がいいと思います。特に無視戦だと瞬時に出せるかどうかはでだいぶ話が変わりますよね。スコーチャーって初期のウォーボンドの最終ページに入ってるので無課金でも解放できちゃいますが、ただスコーチャーを解放するためにメダル結局集めてるとスーパークレジットもたまると思うので、何かしらのウォーボンドは買えそうですよね。1000近くたまりそう。スコーチャーが解放できるぐらいまで来ればね。スラッガーが減衰がきつくて、スラッガーって未だにその距離減衰の影響を受けてるんですかね。距離が近ければそう2発なんですけど、遠いと3発になっちゃう。オーバーシェアもワンパンができない。ヘッドショット1発で距離があると抜けないのか。前よりその弾がね、まとまって飛ぶよう、まとまってというか狙った位置に飛びやすくなってるはずなんですが、距離減衰はちょっと厳しいですね。なんだっけこれ、電撃だっけ。比重ガス120、巣穴破壊の私ももう一回オートキャノンでいいか。いや、グレポングレポンアルティメイタム。ヘルミット。いや、グレピスはいらない。ちょっとよく考えてない構成にした。補給パックなしグレネードランチャーでいう。アルファコマンダーの悪あがきで。悪あがき、まあ基本的に頭潰しても突っ込んできますよね、あいつね。頭潰した後倒しきれる武器ってなんか結構限られてる気がする。突進をノックバックさせる武器なら安全ですけど、スコーチャーはレッドドットサイトだったかな、一番倍率高いのは確か。まあオートマトン戦だったら倍率あってもいいかなと思ったけど、スコーチャーの直撃自体のダメージはあんま高くないんじゃないかな。あれ、スコーチャーってデバステーター系ヘッドショット一発でしたっけ今。一発じゃなかった気がする。
スラッガーに関してはね、その一時期なんか重装交換通になったらなとか言ってましたけど、なんかそこじゃないか、やっぱり。重装交換通にしちゃったら、ちょっと逆に強力になりすぎるような気持ち。位置をマークする。来た。強力というか、なんだろうな。忘れてくれ。なんかスラッガーを重装交換通にしたことによって立場がなくなっちゃうような武器が出てきたりしそうなので、調整難しそうですよ。アルティメイタブ今外れたね。南東50メートル。今度当たりました。ちょっと離れるとダメなパターンが多いね。あとサブマシンガン系も結構違いが出るはずですよね。そのトリ減衰の実際に弾数測ったことはないです。120ミリ榴弾弾幕だけで装備変更してすぐ撃つと弾が飛びすぎるパトロール来てるな。牛が湧いた。うわー、危ない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 。これなんだっけ、テルミットだっけ今回。ミッション終了まで残り10分。いっぱい出てきたぞ。精度は改善されたが、デッドアイの登場で、まあデッドアイよりはその総合的な弾数は多いっすよね。虫戦だったらデッドアイよりスラッガーの方が私はいい気がする。デッドアイ何発だっけ、7発ぐらいしか弾入ってないですし、ね、スラッガーだとちょっと何発か忘れたけど、デッドアイと比べたらかなり撃ってますもんね。なんか私が虫に追われてる間に味方が超大規模を出してくれました。でもスラッガーに関してはね、なんか個性が欲しいですよね。その他のバランスを考えて強力になりすぎないようなやつがなんかあると嬉しい。ショットガンも見直したが、まあショットガン、その単発系のショットガンってそのプレデターハンターとかの処理大変ですよね、やっぱね。ショットガンもだし、デッドアイとかもかなりきついですよ。この間久しぶりのプレデター戦やった時にデッドアイ使ったんですけど、ハンターの処理がまあ大変だった。何回もハンターに食べられちゃいました。ストーカーに対してはめちゃめちゃ強力なんですけど、精度がいいので頭に当てやすい。あとそうですね、スラッガーも初期のウォーボンドに入ってるので、ウォーボンド解放してなくても取れちゃう。5ページ目ぐらいだったかな、確か。スラッガーの前の中装交換ツーって言うとペネトレーターぐらいしかないので、ペネトレーター、スラッガー、デリジェンスカウンタースナイパーだったかな。テスラタワーで粉砕がこれ。超大規模はテスラで壊れました。何かある。メイドランチャーは素晴らしい。うわー、壁だった。あー、まずい、危なかった。今ベイヒーモスに潰されたかと思った。アルティメイターは装備変更してすぐ撃つと弾が飛びすぎる。そんな仕様があるんですか？だからさっきタイタンに
なんかタイタンに当たらなかったというか遠くに飛んでいったのか。これ一呼吸置いてから撃たないといけないんですね、アルティメイター。これがラスト。最近あんまり使ってなかったので知りませんでした。ダメージが支援武器を要請。けどそれ以降何かあるはここだ。 20メーターくらいならダメージが500になるけど、それ以降は半減。スラッガースコーチャーの順番だったかな。確かにその距離減衰の影響で距離が近ければ近いほどダメージが入るとかだったらね、なんか個性的というか面白みは出ます。移動攻撃だ。今だと離れるとダメージが減っちゃうというデメリットしかないので、移動攻撃を要請する。距離が近い場合ダメージアップ確かに良さそうですね。空爆を要請。直手出してくれないですか。直手出してくれないなら足の間狙いますが、ダメか。もうちょっと近づくか。なんか飛んできた。対戦車兵器かなんか飛んできた。全部潰れたかな。入りましょう。5分残しです。中装甲はリベッペネとカウンタースナイパーとスラッガーですよね。そうそうそう。確かにそんな順番だった気がする。離脱を要請中。ペネトレーターが確か5ページ目にあって、その後デリジェンスが7ページ目ぐらいかな。砲塔を要請。で、9スラッガー、10スコーチャーだったような気はします。弾が切れた。さっきも言ったけど、やっぱメダルがそこまで集まる頃には、スーパークレジット1000ぐらいね、集まってますよね。到着まで残り2分30秒。移動レーザーが出てる。スダントも投げてる。移動攻撃を要請。航空支援を頼む。攻撃を開始。ショットガンの中装交換数って何気にあとハルトしかないわけですよね。貴重なサンプルを入手。スラッガーとハルトだけだな。そうだな。クックアウトも軽装交換数ではあるけど、炎で結構ダメージ入りますもんね。入ったんか。アルティメイター部がちょっと距離足りなかったか。今足元あたりで爆発した。静かになりました。強力な兵器を頼む。到着まで。そうか。包囲準備完了はまあ来てるから、グレネードランチャー4マガジンか。なんか3と4だと結構違う気がするんですよね。位置をマークした南。これはそうか、10発の弾が違うのでね。ワンマガジン10発なので。イングルに備えろ。到着まで残り30秒。残り30秒。こちらからも主がいらっしゃいますね。到着まで残り20秒。やっぱ打ち下ろしのグレポンは気持ちいいですよね。上から打ち下ろすグレポン。包囲準備完了のハマーは、確かに弾切れだ。その防御力気にしないんだったらこれかなり強力ですよね。まもなく到着する。当選。こいつか。私は最近反動軽減グレフやシアーマーとかかな、切るとしたら。自由のために。あ
とあれか、強化検証アーマーも来たりするな。アメンドメント使うときやっぱあれちょうどいいですよね。突進準備。離陸まで20秒。近接攻撃の火力も 50% アップだし、リロード早くなるし。アメンドメントのエルゴノミクス上昇したので、ピークフィジーク着なくてもなんとか使えますしね。ただプレデター戦だとやっぱ私はピークフィジーク着た方が圧倒的に使いやすいんだよな、あれ。エルゴノミクスかなり響いてくると思う、ハンターとかに対して。グレポンワンマガジン増えるだけでね、そのかなりの敵倒せたりするので、補給パックなしでもなんとかやっていけそうですよね。グレポン多い準備完了。最近グレネードランチャーにはまっていました。その虫戦じゃなくてイルミネート戦か。動画作るために使ってたら、やっぱあれ使うとめちゃめちゃミッション進めるの楽ですよね。敵の殲滅速度が多分トップなので。やはりキルタイムというのは非常に重要な要素ですよね。よくご無事でターミニットを倒したことで戦況も変わり、逆にレーザーキャノンなんかはやっぱその敵の処理スピードは速くないですよね。幅が無限でいい、気軽に撃てるんです。バルハレン 80% です。やっぱ明日中にはね終わりそうですね。シュリーカー 50% 上昇。お、卵がある。ミッションの座標をセット。オービタルスラスター。追加で接触10個持ったと考えたらめちゃめちゃ強力ですよね。確かに多い準備切るだけで接触グレネードが10個分か。そしたらグレフヤシャアーマー切るより多い準備来た方がいいか。それは言われてみればその通りです。落ちやした。ピークフィジークも代用効かないから強力ですよね。アーマーのリロードや反動を使わない練習しすぎて、ヘルベントって何でしたっけ？ヘルベントってアーマーあったっけ？なんかヘルベントアーマー、反動軽減、私も結構しゃがんだり伏せたりして打つことが多いのであんまりなくてもいいんですが、エルゴノミクス上昇はやっぱコントロールがかなり難しいので、反動軽減だったらエルゴノミクス上げたい。自爆アーマーでしたっけ？ヘルベントアーマーってライトかな。これだね。ヘルベントアーマー。無事グレネードが2つ追加されるという効果いただきましたが、起動の動機完了。あれドラブルさんって灯籠さんだったんですか？落ちたってことかな。あれ前灯籠っていう名前だった気がしたんですが、いつの間にか名前が変わってる。何持っていくかな。120持ってきたい。カスタム登場で筋肉アーマーによるエルゴ夫妻踏み倒しが無法すぎるのだ。もう一回グレネードランチャー持っていくか。あれだ、卵破壊だからガス弾頭でいく。ウォーチャーじゃなくてリベレーターのレベルを上げましょう。発射手順開始。ピークフィジークの代用が効かないですよね。なんていうの、そのフリックエイムと言うんですか？画面を大きくバーってずらして照準無理やり合わせるみたいなできる人ならなんとかなるかもしれないんですが、私はそれはできないので。
なのでピークフィジークも貴重ですよね、効果的に。なのでアメンドメント使うときはあれも着たいんだよな。ああ行け。死や圧政の影など恐れる必要はない。効果検証のリロード速度上昇効果も欲しいところです。卵どちら？カスタマ登場で筋肉によるエルゴノミクスの場所はここ西100メートル。多いのでターミニットの背部構造を破壊。グレモ好みやプレイスタイそルのがありますが全部強い。うん目標が近い。そのカスタマイズでエルゴノミクスちょっと落としてもそのピークフィジークアーマーでカバーしたりとかね、航空支援を。こういう感じでできますよね。攻撃を頼む。機動攻撃を実行。120で卵壊れるか？ガス弾頭で思った以上に壊れなかったな。場所はここ。ここ気になったが、包囲のミドル、包囲準備完了のミドルアーマーはございません。欲しいという声をかなり聞いていますが、残念ながら今のところ実装されておりません。背部構造を破壊。背部構造を破壊。イーグルを呼ぶ。スピーカーだ。危ない。ミディアムね、あったら嬉しいですけどね、オートマトン戦とか、ライトよりミディアムアーマー着たいですよね。バレッタ思い知った。間違った。航空支援を。パイレスピュアか。位置をマークする。北東。防衛支援を送って。優先度の低い場所で弾を補充したい。包囲も筋肉も破壊完了。駆動かな。駆動アーマーも場所はここだ。北300メートル。反動グレも、なんかどのアーマーもやっぱ影響でかいっすよね。初期アーマーもあれ着るだけでだいぶ耐久力が違う。耐久力というか死にづらくなるし、注射器させずに死ぬっていうことも減るし、防御に振るか攻撃に振るか。最近私防御力捨ててます。ライトアーマー快適ですしね、やっぱね。サンプルの回収完了。目標はここだ。モンサンプル集めておきましょう。的に照準を合わせる動作は本格的にできるけど、的に合わせるこうね、こう瞬時にこうバッと合わせるのは本当に大変だと思うので、主だ。ターミニットの背部構造を破壊。背後にヘルダイバーがいたから今びっくりしたなんか止まってたね今。これ自分でちょっとコントロールできないもんな、こんなの。空爆を要請。これいくら早くこう横に戦術兵器を付近で確認。照準振ってもこの白い円がこっちに来るまでの時間は変わんないのかな、もしかして。何か発見。パッケージ回収。わからん。なんかあんま変わってないような気もする。120ミリ榴弾弾幕下げるか。パッケージ回収。あれ味方いんのか中に。機動攻撃だよ。機動攻撃を実行。気をつけろ。パッケージ回収。パッケージを置く。機動攻撃を要請。シュリーカーいっぱい。ターミニットの巣を破壊した。巣穴が壊れました。やっぱ120ミリは割と壊してくれますよね、巣穴ね。380だと壊れないということ結構ありますが。イーグルを4着。砲塔を要請。
か進むか。何か発見。巣穴か。なんか巣穴が留守になってそうなパターン。駆除の用意を。お、やはり留守じゃないか。おーっとタイタンが出現しました。イーグルを呼ぶ。パッケージを送った。やりました。さすがアルティメイター。インペーラーもいいのか。幅切れ。うわー、タイタン2体目出ちゃった。航空支援を。何、インペーラーが倒れてないだと。ガス弾頭ぐらいしか今使えるものがない。パッケージ回収。潰される。パッケージを送った。潰されるというか溶かされる。パッケージ回収。増援を要請。ああ、そっちで増援呼んだか。パッケージを送る。自分は次警官ああ、こっちで呼びたかった私を一人にしないでこっちで呼ばれてたか、増援。アジティケーターの L5 が30なので、敵より外に照準を合わせてタイミングでそう、アジティケーターってエルゴノミクス低いんですよね。なんで結構、照準が追いつかないっていうか確かにある。場所はここ。なんと遠いな。潰されちゃった。的より外に照準合わせるタイミングを丸で合わせると早いね。結局この丸の位置に飛ぶので、そうなんですよね。こういくらこうバーって振ってもこの丸が追いついてなければなかなかその敵のところに当たんないですよね。間違った。グレピスのつもりでアルティメーターも打っちゃった。やっちゃいましたこれ。薄を襲撃したら強めのセコムが強めのセコムでなんか2回連絡入ったのか、タイタン2体出てきましたね。立て続けにインペーラーも出たし留守だと思って喜んで突撃したら通報されちゃった。卵破壊に行きたい。グレネードランチャーは出さなくてもなんか拾えそうだな。構えずに振り向いてから考え直すとあ、そうだ。あと、気を変えるのでリベレーター今、アイアンサイトなんでした、私。これアイアンサイトにしたことによってエルゴノミクス今60ぐらいあるんですよね。何かある。反動もないし、取り回しも楽に。イーグルに備えろ。でもこっちか。ターミニットの巣を破壊した。何かあった。構えずに振り向いて、構え直すと構えたままの向きで変えるので違ったり。カメラ設定主体じゃないですか。この構え状態とこの腰打ち状態ってことかな。構え手だとやっぱこれちょっと時間かかるというか、こういう風に構えてこう画面振るよりはこういう風に構えない状態の方が早く動く気がするけども、その設定の影響も出るのかな。最近だと私はそのレティクル常時表示にしたので、結構武器構えしないまま撃つっていうことも多いんですよね。確かに若干精度は落ちるけど、なんかデバステーターの頭狙うわけでもないのであんまり気にならないですよね、無視戦だと。うわ危な。砲塔を要請する。あ、これ行き止まりだ。
の時に殴って突破。残り30分。なんとか抜けられましたね。戦略支援を使いましょうというお話でした。忘れてた。背部構造を破壊。卵が壊れました。で、巣穴も壊れたのか、さっきの。問題はゆきちさん、こんばんは。あと最後の卵かな。増援を呼ぶ。増援頼む。グレネードランチャーとかよくというか腰打ちで使った方が使いやすい場面結構あるんですよ。オートエイムとかもほぼ切ってるのに次ゲーターが遅いって印象がないんですよね。カメラまあ他のどの武器と比較するかにもよるんじゃないですかね。まあ数値的に確かにエルゴノミクス30ですけど、言われてみればアジティケーター適用もっていうわけでもないですよ。30って何と一緒でしたっけ、他の武器だと。お、ちょうどいいところに抜き穴が。でもリベレーターの半分なんですよね、一応ね。今これアイアンサイトで60あるので。まあかなり早いか、60だとやっぱ。スイスイついてきます。素晴らしい。30は最大エルゴにしたイラプターくらいですね。あ、イラプターが30でしたっけ、そのエルゴノミクス上げたやつと。いや、なんかイラプターより確かにこれマジ軽いような感じしますよね。これはそうだ。イラプターと比較したら軽く感じるな。あ、デリジェンス CS が35段でしたっけ。通常デリジェンスとか使った後カウンタースナイパーは本当に重く感じるんですよね。アジギは35か。つけるから気にならないし。イーグルを呼んだ。ドミネーターって素で30なんでしたっけ。とうとうよせ。機動攻撃を。だからイラプターの方が重いような感じがしちゃうのはリロード速度の遅さのせいなのかな。ポッキングする時間もあるし、ね、ピークフィジークアーマーを着ると今私が使ってるリベレーターと同じぐらいの感じで扱えるんじゃないですかね。噂によるとピークフィジークのアーマーを着るとエルゴノミクスプラス30だっていう話なので、アジュディケーターがエルゴノミクス60になる。もう入んなかった。あと何個ですか。バス弾とは違うな。バス弾と投げたら私が突撃できる。うわ、ベヒモスか。ヘルミットを投げようと思ったら味方が粉砕してくれました。危ない危ない危ない。あと1個です。完了です。なんか卵があるので持ってきましょう。パッケージを回収した。これがラスト。目標はここ。シュリーカードスがある。こいつやったら終わりかな、全部。やっぱ筋肉で解決するっていうのはあれですよね。ピークフィジークアーマー。敵の戦術兵器の射程内だ。個人的にはそのピークフィジークの効果、他の見た目のアーマーにもつけていただきたいですよね。パッケージを回収
収した。ピークフィジークのアーマーとなんかちょっと違和感のあったりする武器もあるので。パッケージを置く。点滅したか。航空支援を頼む。牛が湧きました。総攻撃を要請する。アーマーも拾いたいんですが大量のハンター出ちゃった。パッケージを回収した。イーグルは補給のため母艦に起動する。パッケージを置く。アルティメイタムでちょっと自爆したかなと思ったけどなんとかなりました。機動攻撃だぞ。近接上昇じゃなくて効果追加して弾切れだ。行動をよこして。武器によってはエルゴノミクスとパッシブの付けね近接攻撃じゃないやつ欲しいですよね。なので自分でそのアーマーパッシブの効果ねちょっと組み合わせたりとかできたらね非常に嬉しいですよね。自分の好きの見た目のアーマーに好きな効果2つつけられるとかね。必要なサンプルを入手。パッシブの付け替えは将来武器にできるようになりそうで、なんか確かにねつけられたらいいなっていう声も出てるとは思うパッケーのでジを置く。ありえなくはないですよね。残り2分。卵が転がるのに和んだり。あとエルダイマンが転んじゃうとあれ卵落とすんですね。さっきアルティメイタム打った時に落ちたんだ。ダメだ。応答を要請。シュリーカーの予感。機動攻撃を要請。応答。ただ個人的にはアーマーみたいにブースああでも確かにエルゴノミクス上昇プラスリロード速度アップとかつけられちゃったらなんかそれは強力すぎる気もするな。確かにそう考えなんか効果によってはアーマーに1個しかねパッシブつけられないとかなんかポイント制にするといいんじゃないですか。このパッシブ効果は何ポイントつけたのであとアーマーに効果つけられませんみたいな。じゃないとちょっと強力すぎるから。イーグルに備えろ。アーマーみたいにブースターもブースターもなんかもうちょっとねテこ入れというか選択肢広げたいというかね何か欲しいとこですよね。到着まで残り30秒。大きく影響出るブースターって限られてますもんねやっぱね。航空支援を頼む。攻撃を開始。毎回ウォーボンドのたびに新しいブースター効果ね一応出てますけど最近は別になくてもなっていいやっていうのが多いですね。こちら米艦マン離脱でもサンプル取得量が増えるやつに関してはねこれから XBOX これよりで着陸する。出て新規の人も増えたら結構ありがたいとは思うんですけどイーグルに備えろ。初心者の人がそのブースター持ってるかって言われるとちょっとパッケージを置くよ。だいぶ後回しになりそうですよ。貴重なサンプルを回収した。あれみんな来たのか。カウントダウン開始。すぐ離陸するぞ。応援予算が枯渇した。正義は勝つ。スーパー市民エディション買ってあれかサンプル取得量が増えるウォーボンドとか最初に取る人出るかもしれない。4嵐無効とかマップ対策用ブースターがあると嬉しいです。問題はマップ対策用ブースターね。でも無効化までいっちゃうとどうなのかな。人流さんこんばんは。ブースターの1個枠使って無効化になっちゃうとなんか悲しい気もするので、すで
まあかといってそのイオンの嵐の効果時間が半分になるっていう場合でもなんかちょっと微妙な気もしますよね。ちょっと難しそうその辺は。マップの影響の効果打ち消すやつはなんか出なさそうな気がするな。マップ負荷でね敵の位置ちょっと分かるようになる。ヘルダイバーだったお友達はありがたいけど、そうですね。野良の人は自分ではまずつけないですよね。そのサンプルの取得量が 15% の確率で倍になるやつと、大型がコモンサンプルを落とすようになるブースター。しかもあれ確かワンミッションで10個までしか落ちないって書いてあった気がする。ミッションの座標をセット。ヘリポート始動。オービタルスラスターを起動。イオン嵐1回につき1回だけ。1回につき1回。でも影響によるものはなんかないような気がするんだよな。あれに対して絶対つけないとダメ。なんかで、そうですよね。対策のためにそのブースター絶対入れなくちゃいけないとダメだとかね、そういうのはないとは思うんですけど。これ15の確率で2倍になるやつと、これ大型がサンプル落とすようになるやつ、いつの間にか説明文にちゃんと最大で10回落ちるってテキスト変更になってますよね。これ何も変わってなければコモンサンプルしか落ちないはずだったんですよ。15% 以下は80以下と組むとき。まあ、野良でやるときは私はまず気にしないな。なんかね、そのフレンドとかでサンプル集まってないという人がいるんならつけてもいいかもしれないけど。野良のときは気にしない。アルカイオスさんこんばんは。今はコモンしか落ちないのが逆に熱い。やっぱりコモンサンプルしか落ちないですよね、今ね。サンプル、大型倒して10回までしか落ちない。しかも、10回落ちることなんてあんのかな。最初はベヒーモスタイタンだと思うんですけど。これなんだっけ？何ミッションだっけ？ IC ビームだったかな？右端の人おしゃれだな。ブースターはとりあえず個人的優先度高いのを持ってっちゃうな。違う。レーザーキャノンでいく。レーザーキャノンアルティメイタム。発射手順開始。悪役アーマーでしたね、コラボのヘルメットアーマー。真実の執行者のミディアムだっけ、真っ黒アーマーでライトだっけ。いや、白がライトだったので黒はミディアムアーマーかな。まあ、ブースターね、その何も考えないならやっぱり自分が使いたいというか優先度の高いものを持ちますよね。私無視戦だとスタミナ強化か活力耐性選ぶな。あとマップによっては筋力ブースター欲しい時はある。高いところが落ちちゃった。サンプル 15% があれば最大値の表示も増える。このサンプル取得量のマックス値ね。今42個が40個コモンサンプルですけど 15% 増えたら45個ぐらいになるの。ここって少ないような気もするけど何回もミッション重ねれば大きく影響出てくるか。これ120榴弾弾爆ここで待ってる間に投げておきたい。
やめた。なんか投げると敵がこっちに来てデータアップロード終わらないっていうパターンもあるかもしれないので安全に行きます。そうですね、雪の地形の時とかで筋力強化つけたいですよね、あれね。あそこで移動速度落ちちゃうと大変なんだよな。あそこだったらスタミナ増加つけるよりは私は筋力ブースターつける。自由を与えたな。活力よりも優先して筋力強化つけるかな。サンプルが増えたら表示の最大値が40から41や42に上がっていくんです。はい、タンノスだ。全体サンプル絡んでるから環境ブー機ス能攻撃開始。支援を頼む。離れていろ。移動攻ガトリング弾幕も投げとこう。であとはレーザーキャノンでタイタンをちょっと削っておく。そしたら倒れると思うんですけど。なんでガトリング弾幕跳ね返ってきたんですが。危ない危ない危ない。危ないんですが。効果発生してサンプルが増えたら表示の最大値が、効果が発生したら表示の最大数が増えてくるんですか。おそらく全部集めると45とかになるのかな。ただコモンサンプルを最大というか全部拾って帰ったことってない気がする。探すのめちゃめちゃ大変ですよね。虫の巣を発見。航空支援を頼む。全体でサンプルが絡んでるので環境今回必須なんですかね。戦略要請のボールが定着するとかあったら持ってく自信がある。コモンサンプル回収あっという間に終わりそうですよね今回で。間違った構成。巣穴壊すものを持ってきてなかった。危な、今死んだかと思った。ヘルミットで壊す。あれテレビットで壊れなかった。あれなんか1個残ってるな、そうな。違う、アルティメイタムで壊れなかったのか。うわー、500キロ飛んできたんですがこれイーグル機銃奏者かと思ってたら500キロだったブースターで戦略要請のボールが吸着するとか。ブースターでビーコンがしっかり地面につくねでもそれ嬉しいですね、あるとね。ブースター吸着ブースターね。跳ねすぎなのは分かります。ビーコンが跳ねたくなる気持ちも分かります。あんな勢いで叩きつけたらね、跳ねますね。収納活力も最適化は、確かに死ななければあんま効果薄いっていうのはあるかな。確かに外してもいい気もするけど、そんななんか毎回死なないわけじゃないしな。一人でやるときは外しますが、でもあると嬉しいのは間違いない。再スタートしたときに物資がね、マックスの状態か半分かだとかなり話が変わる。注射器4本と2本じゃね、だいぶ話違いますもんね。超大規模に来ました。機動攻撃を。レーダー障害無効化バックパック。そうでした。その話なんか前あったんでした。例えばマップ負荷のところをなんか戦略支援のバックパックとかね持っていくと、近くの敵がちゃんと表示されるようになるとか。でもバックパック使うんだったらなんかプラスアルファの効果は欲しいですよね、さらに。焼けなかったか、ベヒーモス。
あ、さっきの500キロで。もう敵がいなかったので、まさか500キロ投げると思ってませんでしたね、あれ。しかも奥に巣穴が1個あるだけなので。自分が投げた機銃走者かと思ってました、さっき。防衛支援を要請。いやー、これ巣穴壊しのこと考えてなかったら間違えましたね、完全に。ヘルミット3つとアルティメイタムしかないので。ピンを設置。北100メートル。ホットハさん、こんばんは。軌道から来るぞ。タイタン生まれちゃった。アルティメイタムあんだっけ。解ける。やりました。位置をマーク。もう一体来た。はい、やりました。弾がね。2体が限界。兵器の射程内だ。3体目は無理です。アルティメーターはありません。レーザーキャノンでなんとかするしかない。野良でやってると戦略支援、あ、投げまくられるから、あ、確認するね。私も基本的に確認するんですけど、自分の投げた機銃走者だとちょっと思ったので。まさか500キロがあそこに飛ぶとは。イーグルを呼んだぞ。そろそろ焼けてくれないですか、タイタン。お、機銃走者が使える。あ、なんかビーコン跳ね返んなかった、今。大丈夫か。あー、やっぱちょっとなんかずれたな、今。注射器半減の、あれか。ありましたね、注射器の数減らされるっていうパターンで。それあったか。確かにあれはきつい。今まで2回ありましたよね。当然。なんか物資が少なくなるっていうパターンもあったし。お、これやっと焼けました。あれ、誰か倒したか、大胆。ああ、嫌な予感。これ機銃装置は跳ね返った気がする。大丈夫か。応援を頼む。応援を呼ぶ。巣穴何個ですか。砲塔を要請する。でも壊すものがないんですが、私。どうしよう。イーグル機銃走者で壊すか、レーザーキャノンを直接巣穴に投げ込むか。北100メートル。機銃走者で壊れるかな。イーグルを呼んだ。ああ、壊れました。さすがに壊れるか。あと2つ。あれ、あとどこだ。こっちじゃないな。終了まで残り30分。ミッション達成に一歩発射コード回収。2回目はスーパーどこでしょう。メガ式陥落時のデバフだったのは覚えてるけど、2回目はあれ、見当たらん。2回目がスーパースのメガシティミッションの時のデバフで。航空支援を頼む。で、1回目は何の時でしたっけ。なんかオートマトンと戦ってる時に注射器減らされた気がします。確か。すぐに動員を送ってくれ。巣穴見つからんのですが。うわー、呼ばれちゃった。応援支援を送ってくれ。機動攻撃を。これまずいぞ。ハンターに挟まれてる。壊せるけど当たりどころの第二目標はすぐ近くだ。巣穴に対してまっすぐ投げないと本当に壊れないですよね。やっぱり巣穴破壊にはちょっと向いてないんですよね。
森で戦うとき諏訪の破壊がちょっと大変。思い出しました。あった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 。フェミルの研究所が攻撃された。ありましたありましタた。ーミニットの巣を破壊した。こちらですね。昆虫科学センターかフェンリル研究所が攻撃。あれオートマトン戦じゃなかったでしたっけ、その時って。虫戦の時でしたっけ。マップにマーク。来た。あった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 ありました。どうしよう。レーザーキャノンで破壊する。もっと強力な武器を頼む。あ、ビーコンが跳ね返った。やっぱりビーコン消えちゃった。支援武器を。これ手前にちゃんと投げないとダメっすよね。あー、これベヒーモスに突進で壊してもらえばよかったで。研究員の後ろにいるなら。ものって話で薬そっちに回すから半分不使用ねってされたんですよ。研究員ストレスで、なんかそんな話ありましたね。なので、ヘルダイの注射器がそっちに回されたね。いや、でも注射器2本はちょっと辛いな。なので、結局回復アーマー着て戦った記憶があります。あれを切れば4本になるので。ストレス発散になんか移動から強制的に注射器増やしアーマー着なくちゃいけないみたいな感じではあったな。日本で戦っていくのはちょっときつすぎる。シュリーカーがいっぱい。大量のシュリーカー。マップにマーク。来た。100メートル。ラステストだったんだろうな。これザースさんに注射がやばい。一体何が入ってるんでしょうね。貴重なサンプル確保。依存性はないという噂の注射器です。補給品がないと私グレネードも注射器もなくなっちゃう。1回目はスーパー戦で減らすテスト。最初に減らされたのがスーパースの防衛戦の時かな。言い出しそう。確かその時はイルミネイトがあちこち引っかき回って。ああ、イルミネイト。いやでもまあというかやっぱり結局プレデターもいた気がするから日本はしんどかった記憶が。結局注射器増やしアーマーは来た記憶がある私は。機動攻撃を実行。気をつけろ。依存性はないが中毒性はある。どっちも嫌ですけど。例えば薬が切れると薬はないかっていうしね。補給ビーコンを使う。私の物資がありません。弾は拾ってきたんですが。端末を使う。パズルは違う。イルミネートがあちこち引っかき回したのでロボが背中を刺してティーシュが脱走した時期。あれもう応援支援を要請。 2ヶ月くらい前でしたっけ。そんなに経ってないか。端末を使う。ちょっと何があったかさすがに私覚えてないっすよ。結構昔のことから順番にデータが消えていくタイプの人間なので、パソコンでいう多分ハードディスクの容量が大きくないんでしょうね。いらないデータ消していかないと新しいこと入っていかない。なんか大容量の SSD みたいなね、そういうの記憶能力だったらデータいっぱい入るんですけど、航空支援を。
やでも人間の脳みその構造ってなんかそのパソコンの耳にかなり近いんじゃないですかね。虫でプレデターもいた気がするから日本はプレデター戦の時も日本の時があったのかな。いやプレデターで日本は一番きつい気がするな。その時はやっぱ注射器増やしアーマーは欠かせない。虫湧いたのか。うわーバイルスピはいた。半分もダメージ食らっちゃった。どうってことない。じゃあガトリングダンパーか。機動攻撃を。うわーなんだびっくりした。バイルスピアの爆発で吹き飛んだところにガトリング砲塔が発砲されました。応援を頼む。パンプル受けてくる。端末使ってるかな。航空支援を頼む。自由を実行する。これ何380か。防衛支援を送ってくれ。380、2人か持ってんの。セーフでしたの。あ、120かな。なんか今死んだか、ちょっとね、死んだかと思ったんですけど、私はガトリング砲塔の攻撃なんとか避けることができました。バイルスピーは本当に怖いですよね。直撃ダメージも痛いし、バックで転んでビーコンを落とすっていうことも多いし。イーグルを呼んだ。ICBM が発射されそう。ミッション達成です。レーザーキャノン使ってる分にはやっぱ楽しいんですけど、今回巣穴破壊するものを持ってこなかったせいでね、超大規模でかなり時間かかりましたね。あ、旧品発見。いつでもこう上見てれるわけじゃないのでね、本当にバイルスピアの3かわしづらいですよね、あれね。当たるときは一発で死んじゃうし、当たって。なんでガスグレネード爆発してた今。あ、ガス地雷か。しかもあれの厄介なところは的確にヘルダイバーを狙ってくるっていうわけじゃないっぽいので、なんか狙ってかわすっていうのはちょっと難しそうですよね。撃ってきたタイミングでこう動いたからって当たらないというわけじゃないですもん。プレゼントオーバーシアとかなんかはピンポイントで立ってた場所に撃ってくるんですけどね、あっちの方がなんかまだかわしやすいような気はする。ほっとくと非常に厄介ですが。バイルスピアは勝手に燃えてるな。吹き出す謎のガスで燃えています。バイルの破棄が自分以外を狙ったやつに、そうなんですね。このなんていうの、やっぱね、こう全然違うところに飛んでくるので、これのせいで逆に思ってもないところで被弾しちゃうっていうパターンあるんですよね。そこで当たるかみたいなこと結構多いですよ。ここが腹の立つところの一つでもある。でこれ離脱地点に吹き出す謎のガスで囲まれすぎじゃないですか。レーザーキャノンなので爆発させまくる。タイタンかインペーラーの気配。
これ永遠に燃えるんですかね、この到着まで残り2分。謎のガス。一定時間待てばなんかいつでも吹き出しそうですね、これうまく使えば強力ではあるな。これいいですね。ちょっと待てば遠い効果をばらまける。せっかくいいところにあるのに敵が来ないんです。こ到着まで残り1分30秒。こはちょっと残念。来ないな。守備下ばっかり。これで実質無限のエネルギーですよね、これ。これ確かに夢があります。これをヘルダイバーの兵器になんか使ったりしたら火炎放射器無限に撃てたりするんじゃないですかね。新しい火炎放射器誕生するかもしれない。2倍サイズのバイルが前もちょっと話が出たんですけど、なんかめちゃめちゃでかいバイルスピュアがいたっていう話ですよね。そいつがなんか迫撃砲が撃ってきたらなんか500キロ爆弾が撃ってくるみたいな感じになっちゃうんじゃないですかね。何か発見。航空支援を頼む。火が全くない代わりにこの噴射出口の密集地帯が安定せず。あ、確かにそうですね。これがある周り全然木ないですね。ちょっと久しぶりにこんなにあるパターン見たんですが、これレーザーキャノン持ってくるときかなり楽しいです。ナパームエアストライクを無限に撃ってるみたいな感じになって。ここに敵が来てくれればな。入るか。応援支援を送ってくれ。発電所を建てよう。何発電所なんですかね。引き出す謎のガス発電所。カウントダウン開始。すぐ離陸するぞ。応援予算が枯渇した。水力とか火力発電とかありますけど、あれガスを使った発電所ってないんだっけ実際に。なんかある気がする。風力発電、火力、水力とかいろいろありますけど、ガス発電所ってなんて言うた？なんかそうですよね。天然ガス発電所みたいなあんま聞いたことないんですけど、一応あるんですかね。天然ガスってなんだろう。天然のガスなんて聞いたことはあっても見たことはありますとかで、そんな人の方が少ないですよね。ていうか見えないか、ガスは。あっても気づかないか、そもそも。最初の方にも話出てたんですけどね、その天然ガス系の戦略支援とかで武器が出たらちょっと面白そうですよね。分類的にはその火力発電に含まれてんのかな。民主主義に捧げる勝利エントロピーを凌駕しそう。なんか勝手なイメージは火力っていうのでね、やっぱ火を使ってるんだろうなと思うんですけど、その火を起こすための燃料としてガスが使われてたりっていうパターンはあるのかな。ヘルポット始動。オービタルスラスターを始動。エントロピーのなんか法則とかで聞いたことはありますけど、エントロピーが何なのか私説明しろって言われるとできません。なんだか分かってない。名称はよく聞きます。ここはどう？なんとかの法則とかってあったはず。ここはあれ？いいのか。ちょっと今 TSS が来てるのかと思ったけど、イーグルストームいつの間にかなくなってましたね。
森で使うもの限られてきたな。なんかちょっと違うの持ってくかな。クラスター爆弾とか使ってみる。クラスター、機動レーザー、ガス弾頭あたり使ってみますか。戦略支援武器は、エスカレーター持ってきましょう。で、巣穴破壊にちゃんとグレピスを持って。あとガスグレ。いや、テルミットかな。野良でもクラスター系は最近見てないですね。テルミットにします。あと包囲準備完了アーマーじゃなくていいや。いや、待って、デエスカレーターの相談数も増えんだっけ。ヘルポット発射手順開始。クラスター系は最近、クラスター爆弾持ってく人、まあなんか多くはないですよね。ヘルダイバー2が始まったばっかりの頃ってすごいなんか使われてたイメージはありますけど。すごい使われてて、ヘルダイバーもね、かなり吹き飛んでましたよね。最近あんまりそういう光景を目にしたことがない。いざ進め。戦いで倒れても忘れるな。民主主義のために死ねることは尊きことなのだと。普通の巣穴か。武器を呼んどいた。マップのマーク南200メートル。あ、デエスカレーター48発になるのね。48発ってことはなんかワンマガジン分やっぱ増えてるようなもんか。開幕起動レーザー。移動から来るぞ。クラスター爆弾も投げて数減らしとこう。敵の戦術兵器の射程内にいる。戦術兵器はなんだ？ストーカーか？北東100メートル。今だとガトリング系が優秀になってて場所がないイメージ。ガトリング系が、位置をマーク。南東。ガトリング弾幕とかかなり私使いますね、無視戦で。ガトリング弾幕。ガス弾頭は非常によく使います。あとあれだ、宝石の高破壊とかね、シュリーカンス破壊かなり楽でしたよね、そういえば。クラスター爆弾。ご覧の通り、一発です。イーグルを呼んだぞ。うわ、ストーカーいたの？あ、これやばいかも。こんだけ近づく。うわー、タイタンなんで死んでんのここに。いやー、これ自爆するな。困ったな、どうするかな。機動攻撃。ダメでした。攻撃だぞ。だいぶ注射間に合わず。やっぱストーカーの場合はだいぶしてもう足に攻撃が当たっちゃって注射させないこと多いんですよね。増援を移送する。うわ、巣穴にホットアタックのつもりが。うわー、ハイブガードブロックと思ったら壊れた。なんだ。でエスカレーターを回収した。ストーカーの巣があるんだよな。これか。ここが場所。北東200メートル。航空支援を頼む。広範囲爆発なのでクラスター爆弾も悪くはないんですけどね。ハンターとか飛んでくるちっちゃい虫がねいっぱいいるときは結構いい気がする。アンサーか名前。弾が切れた。場所はここ。北東。アンサーとハンターがめちゃめちゃ湧くときありますよ。うわ、ストーカーが来てるぞ。機動攻撃を要請。
あーまずいまずいまずい。これリベレーターじゃもう間に合うわ。なんとか追い払いました。後ろにはタイタン、前にはストーカーって感じですね。ああ、なんとかストーカーの巣にたどり着きました。イーグルは補給のため離脱する。ミッション達成。誇り高く離脱するがいい。ただこれ生き残りのストーカーがいるんだよな。リロード。やりました。装填。戦略支援、あとレーザー30秒か、30秒ぐらい待つか。空爆を要請。移動レーザーを巣穴に投げて終わりだ。うわ、アルコマはブルーしたいとこ機動攻撃を要請。パッケージ回収。虫の巣の破ろ。うわ、いっぱいいる。レーザーまだですか？機動攻撃を。これで完了のこと。パッケージを置くよ。パッケージ回収。ああ、でもこれ敵にレーザーが吸われて巣穴壊せないっていうパターンもあるので自分で壊すか。あ、思ったら壊れました。うわー、外れた。何？スカベンジャーが永遠に出てくる。あー、危ない危ない、レーザーが肝心なところでレーザーが切れるという。生きる道を守ってみせる。マップにマーク。まずい、この位置からじゃ巣穴が壊せない。クラスター爆弾入ってくれ。に備えろ。いないよな。どうだ。残念ながら壊れませんでした。パッケージを置くよ。あと1個壊せなかった。やりました。航空支援を頼む。戻るか。ああ、こっちから戻れないの？反対側からも敵が来ちゃってるよ。ガス弾頭を発射。リロード。ターミニットの巣を排除。お、味方が壊してくれたのであとは帰るだけかも。いた。まだいける。残り5分だ。急ぐんだ、エルダイバー。あー、なんてこった。これ足を怪我したら終わりです。私砲塔を要請する。注射器がない時に足を怪我するのは致命的です。いて。到着まで残り2離脱地点遠いな。頑張って歩いて帰るか。あ、味方が来てくれたということは、あー、助かりました。ありがとう。注射器いただいた。これで無事帰れそう。あれ、卵あるかこれ。イーグルを呼んだぞ。あった、卵。パッケージを回収した。貴重なサンプルを回収した。卵ゲット。
ート中。到着まで残り1分30秒。シュリーガーが1体残ってる。パッケージを回収した。あと1分。無事たどり着きました。うわー、びっくりした。パッケージを置く。味方がハンターに食べられました。増援頼む。パッケージを回収した。虫が湧いております。パッケージを置く。これクラスター爆弾の出番ですね。イーグルに備えろ。うわー、危ない危ない。あ、機動レーザーの出番です。超攻撃だ。機動レーザーを発射。航空支援を頼む。応援を頼む。アスダントも投げとこう。いたいたいた。アベンジャーが私を弾いていった。到着まで残り10秒。うわー、これガスだ。これガス地雷か。多分そうだな。ペリカン1まもなく到着する。ガスで死亡しました。要請を確認。増援を移送する。前線サンプルは回収して帰りたいとこですよね。あれ、サンプル拾ったかな。応答を送ってくれ。主義が来たよ。場所何度ああ、味方がサンプル落とした。増援頼む。サンプル拾わなければ。ゲット。帰るだけ。離脱地点をマークする。認識。パッケージ回収。あれ、来たかな。あ、来た来た来た。位置をマーク。サンプルも無事回収完了です。今回もまたスーパーアースの圧勝か。全体命令のサンプルも 50% とか超えてるんじゃないですかね。始める前でなんか 40% ぐらいだった気がするので、半分は集まってそうです。あ、無事14個回収。やっぱ全体命令でサンプル回収が命令出るとゲームが残ったか。みんな拾いますよね。普通にやってると回収率2個とか3個とかザラにありますけどね。電撃の時はシーフ放題残りがちですよね。やっぱ時間かかるしね。なんか一番最初に降りた時にマップであるの分かったんですけど、私無視しましたね。よくご無事で。ターミニッあ、リベレーターのレベルは24ですが、結局25にはならなかった。多分今日9ミッションやったと思うんですけど、22レベルから24になったぐらい。レーザーサイトフォアグリップ購入。あ、コンペンセイターが買えますけど、左右の反動が6に上がっちゃうので、やっぱマズル、リベレーターだったらマズルブレーキつけた方が良さそうですよね。横反動を一番抑えられるのがマズルブレーキなので、縦はある程度ね、コントロールできるし、リベレーターだとほとんど気にならないので、あとドラムマガジンがやっと購入できます。
同様60発。エルゴノミクス45になるのね。とりあえずドラムマガジン装着しましたが、今日はここまでだ。あ、ドラムマガジンリベレーターなんか新鮮ですね。レーザーサイトはいまいち使い道が謎です。かっこいいのですが。レーザーサイトに関しては、意外と狙ってるところが分かりやすいので、個人的には意外とデバステーターの頭とか、これあった方が当てやすいような気がしました。でもこっちにしちゃうと、あれか、反動が上がるの？なんか武器によって、あれだ、デリジェンスとかレーザーサイトあると意外と打ちやすかったような気もするんですけど、そんなに使い込んだわけじゃないんだよな。意外と使い道はあるような気もする。使い道というか、あるかないかだとなんか当てやすさは違うんじゃないですか？味方の車線、確かにそれはありますよね。どこ打ってるかというか、狙ってるかはすぐわかるので、危ないっていうのもわかるしね。そのメリットもあるけど、自分で使う分にも結構狙いやすいような気はするんですけどね。使うなら私は通常のデリジェンスレーザーサイトつけてかなと思ったけどな。ただ、デリジェンス反動、上下の反動を抑えるかどうかでかなり使い心地が変わるので、反動を抑えたいですよね。連射してもバーサーカーかなり倒しやすくなるので、レーザーサイトつけると反動が上がっちゃうのはちょっと悩みどころですね。コンペンセイターも使ったんですけどね、これはやっぱ使いづらかった。左右の反動は明らかに大きくなって、横にブレるので、これもやっぱりマズルブレーキがいいかな。使うなら。わかりやすくはなりますけどね、どこを狙ってるかね。基本的にはなんかそのマップを見てね、味方の位置確認したりっていうのもあるし、こんなになんか慣れてくると車線に入ったりっていうことはないですよね。結局その混戦になった時はレーザーサイトあろうがなかろうが危ない時は危ないしね。他に逃げ道なかったらそっち通るしかなかったりするので。FF 回避は盲点だった。そういう意味でも分かりやすくはなりますね。でもなんだかんだでレーザーサイトつけて使ってる武器今のところないかな。反動ね、こんなに変わんないんだったら、私はデリジェンスにつけたいんですけど、バーティカルフォアグリップを外してレーザーサイトにするだけで反動が23も上がっちゃうので、こいつは痛いんだよな。フラッシュライトだとエルゴノミクスが2低下するだけなんですけどね。ライトよりレーザーサイトの方が欲しいんだよな。だいぶ武器のレベルも上がってきましたが、前回の配信でなんか武器大体半分ぐらいレベルはマックスにしたんじゃないかとか言ってたんですけど、全然半分も上がってませんでしたね、これね。マックスになったの1、2、3、4、5、6、7、8、9。9個だけでした。多分3分の1ぐらいでした。大嘘ついてました。
中途半端にっていうかもうレベル20超えてるやつは何本もあるんですけど、マックスにはちょっと多い感じでしたね。あと全体命令、ガルハレンが 83% まで解放されたので、次、もうすぐね、カトリアにもうちょいカ行きますね、スタマイこれね。ズの幅が増えてほしいかなって思っちゃう。で、コモンサンプルが 46.5% なので、なんかなんだかんだで残り1日ぐらいまではかかるか。もうちょっと早く行くかなと思ったけど。カスタマイズの幅が増えてほしいね。一部の武器の、まあ、とりあえず様子見たんじゃないかなと、個人的には思ってます。今後、そのサブ武器のカスタマイズも出るっていう話ですし、その時に合わせて、今、カスタマイズの幅が狭いやつ、種類増えたりするんじゃないでしょうかね。あとは、新しいウォーボンドに、タンク大容量にして。このカスタマイズのパーツが入ってたりっていうね、パターンもあるかもしれないですよね。なんかウォーボンドにカスタマイズパーツ入れてくれた方が嬉しいですよね。トーチャーの燃料って、フレームスロワーを持っていつだっけ ?5 日のアップデートで 25% ぐらい増えたんじゃなかったっけ？トーチャー、火炎放射とかクリスパーか。じゃあ 20% ぐらい増えたはず。フレームスロワーなので、そのライトニング放射の火炎版みたいなやつですかね。ただ、火炎ガードドッグもね、出てもらいたいですよね。全ての敵を倒せます。火炎放射なら全ての敵を倒せる。もっと性能が尖ったカスタマイズパーツが。タイタンとかも近距離で撃つとめちゃめちゃ速いですよね、倒すので。近距離で撃つのが大変なんですが。尖ったカスタマイズパーツね。尖ったか。アタッチメントに何ももう全く別の武器になってしまうという可能性もありますけどね。なんかどういう風にバランスを取るのか。まあカスタマイズもいいけど、尖った武器を出すんならなんかそもそも新しいね種類の武器とか新しいカテゴリーの兵器あってもいいような気もするかな。カテゴリーというかスペシャル枠でそういうのは出んのかな。まあ、尖ったというか極端なパーツだったらあるかもしれないですよね。反動めちゃめちゃでかくなるけど、なんかその他メリットが大きいみたいな。エルゴノミクス低下はちょっときついかな。ピークフィジーク必須になる気がする。トーチャーに今後パーツが追加されるとすると何でしょうね。例えば、火炎放射の射程がちょっと伸びる代わりに範囲が狭くなるみたいな。ショットガンでいうフルチョークのね、マズルついたみたいなバージョンとかあると面白そうですよね。逆にダックビル火炎放射みたいな。縦がさらに短いけど横に範囲広いとかで。考えただけで使い道があんまりないような気がする、それは。射程伸びるのはあったら嬉しいですけどね。コーチャーはそんな感じかな。なんか別に反動とかね、気になるわけじゃないので、なんかドラムマガジンとかも多分ないと思うんで。まあ、その幅が狭くても、画面を振れば結構敵広範囲で燃やせるか。単純に強化見たくなっちゃうから。まあ、炎系に関してはちょっと調整が難しいんじゃないですか、やっぱり。また今後もなんか、勝利効果のね、ダメージとか影響、変更はありそうですよ。
はい。というわけで、本日もご視聴ありがとうございました。で、明日動画を出す予定なので、ね、ぜひ見ていただければと思います。はい。それでは、皆さん、お疲れ様でした。小野なしさん、グロポンさんお疲れ様でした。それでは、おやすみなさい。ゆきちさんお疲れ様でした。アルカイオスさんお疲れ様です。